OK かな。それじゃあ始めましょう。皆さんごきげんよう、上川薫です。というわけで、久しぶりの生放送なのですが、いつもと少し違うところがあります。というのも、今この喋っているっていうのは、いつもだとオープニング用の動画というのを別々に以前撮ったものを最初に流すという方法をとっていたのですが、今回は私が生放送なので、せっかくだから顔を出してみようということで、ちょっとこのいつもと違う設定でやっているので、もしかしたら動画の配信の遅延があるとか、そういったことがあるかもしれません。そういったことも今回は少しテストをしつつ生放送を行っていこうと思います。というわけで皆さんごきげんよう。今私が映っている画面の横に皆さんのチャットが映っているっていう形式になっています。パープルさん、生動画、かなむさん生、雨の中のくまさん生中継、そううんきょうさん、生動画ということで、この方式というのが、本来の生放送の形かもしれません。YouTube だと政治系の話題ってどちらかというと、顔の売れている人、例えば、フリージャーナリストであるとか、作家さんであるとか、そういった方は顔出しっていうのが普通なんですけれども、どちらかというと動画にしている人というのはあんまり顔を出していない人の方が多いように思います。例えば画面でこんなニュースがあったよとか、そういったことを紹介しつつ、でも実際には一切顔を出さないっていう人も結構います。で、その方が結構言いたい放題できるっていうのもあって、人気になりやすいことがあるんですね。で、私の動画も、生放送だと顔を出さずに、動画の時だけ顔を出すっていうちょっとことをやってるんですけれども、そっちでも、いいかなとは思うんですけれど、生放送の方にも少し、新しいことをやってみようかなっていう思いがあって、この冒頭の部分、少し私が喋ってみるっていうのをやってみております。雨の中のくまさん、なんかリアルっていうのも、リアルはリアルなんですけどね。佐藤健二さん、こんばんは、こんばんは。桜島俊さん、よかよということもあって、ただ、いつもとちょっと違うのは、この皆さんの書き込んでいるものが私が見るときのこの反応ですね。これはもう完全に配信側の方の設定なんですけれども、配信をするときも低遅延なのか、超低遅延なのか、それとも高画質配信にするのかっていう、設定が結構分かれていて、その時の設定によって、もしかしたら私の喋っていることと皆さんのチャットのこの画面反映っていうのがもしかしたらものすごい時差があるというか、5秒、10秒あるかもしれないなっていうのもちょっと後で自分で確かめるためにも、このような放送形態を、一度撮ってみております。というわけでこれがどのくらい、割合になるのかっていうのはちょっとわからないんですが、今回はちょっと探りやっていこうと思うと思います。さて、というわけで、ここから先はいつもの配信にするのかどうかちょっと迷いつつ、雨の中のくまさん、上川さんからはこちらは見えていないんだよねっていうことですけれど、画面のこちらの側に一応チャット画面は出しているので、このチャット画面っていうのを見ながら私は、皆さんの、コメントっていうのを一応見ることができています。なので、時差があんまりなければ、このままでもいけるかなっていうのをちょっと、設定を、いじくる必要はあるかもしれないんですけど、だいたいテストした感じだと、大丈夫かな、使えるんじゃないかなっていう、少し疑問を持ちつつもやっておりますね。パープルさん、顔出ししてる人でも生配信はほぼないのでは。そうですね。あんまり、少数派かなという感じはしますね。YouTube の世界だと、政治系の話題だと、和也さんがチャンネル登録者数では70万人ぐらいいて、一番多いかなと思うんですけど、あんまりそれ以外の方では、あまり顔出しでバンバン喋ってますよっていう方はいないように思いますね。佐藤健二さん何の話顔出しかどうかっていう話。そうですね。
今回はどちらかというと、その話ばっかりになっておりますが、カッパ園中さんは多分顔を出すことはないんじゃないかなとは思いますね。さて、というわけで、今回の、生放送っていうのは、これが別にメインではなくて、いつも通りまた政治系の話題を取り扱っていこうと思います。というわけで、この画面に戻ったらもういつもの、もういつもの話か、みたいな感じになりますが、ルニハニさん、スーパーチャットありがとうございます。よいしょ。というわけで、いつものごとく、YouTube のチャンネルコミュニティで皆さんからの話題投稿を募集しております。今回は29件の書き込みありがとうございます。よいしょ。あと、この生放送の時のちょっと配信の話で言うと、最近の音質が素晴らしいです。文字起こしが完璧になりました。何をどう変えたのかぜひ教えてください。ということで、こちらの方。で、皆さんからの書き込みについては、これはパソコンの文字の読み上げソフトっていうのをちょっと使わせてもらいますね。これ、まず音量のテストからいきます。最近の音質が素晴らしいです。文字起こしが完璧になりました。何をどう変えたのか、ぜひ教えてください。というわけで、まず読み上げソフトを使いました。音量的には大きすぎる、小さすぎるっていう、いわゆる極端にどっちかっていうことがあれば、今のうちにチャットでお知らせしてもらえると、今のうちに私の方も音量を変えさせてもらいます。はい。というわけで、まず音質についてなんですけれども、これ自体はですね、大きく何か変えたんですかって言われると、変えた部分としては、これ今、この巨大な丸い黒いボールが映ってると思うんですけれど、これが私の使ってる今マイクです。で、このマイク一体何なのかっていうと、この黒い部分はもう完全にただの、なんていうかな、雑音を吸収するよっていうものの中に今マイクをすっぽりはめて、そのすっぽりはめた中にこの青いの中に、マイクが入ってます。で、声を入れた時にここにまっすぐ入っていったら、他の雑音が入らないよっていう、そういう商品でして、これを使うようになって少しエコーがかかる現象とかが少なくなったんじゃないかなと思います。で、これを画面の中に入らないように置いて喋ってますよということですね。よいしょと。で、マイク自体は小さいものですよ。で、今ちょうど画面の下に隠れましたけれど、この黒いボールの中にちょこっとマイクが入ってますよという形ですね。なので何がどう改善したのかって言われたら、機材を新しくしましたよっていうのが、答えになりますね。というわけで、いつも字幕を作成してくださいましてありがとうございます。というわけで、まずは一つ目のコメント返しでございました。というわけで、今日のコミュニティの話からいきましょう。で、数が少ないので、今日はある程度一緒くたにまとめてできるんじゃないかなと思いますけれども、今回皆さんの話の中である程度共通していたものとしては、まず中国関連の話題と、あとは LINE の話ですね。よいしょ。LINE はそれこそ SNS ツールの中でも今一番普及していて、その中でも個人情報が中国サーバーの方にもあるし、中国の技術者たちが普通に情報中身見れたんじゃないのっていうところから大きな話題になっていましたね。あとは千葉県の、県知事選かながあって、その時の立候補者がものすごくまず目立つことを第一にしてますよっていう人が結構話題になっていましたね。そのことについて取り上げてほしいという方、それとゴンベイさんからは新型コロナの話題ですね。今緊急事態宣言解除というこのタイミングは良かったのか悪かったのか、早かったのか遅かったのかについて、それと小泉環境大臣が今いろんなところで話題になってます。
例えば、ビニール袋の有料化に続いて、さあ次は使い捨てのスプーンであったり、フォークであったりっていったものについても、有料にしようかっていうような話なんかをしていて、これが、どんどんこれ進んじゃうんじゃないのっていうところから、お話になっておりますね。それと一言で答えられるものについて少しまずは行きましょう。コクマブリュスさんのコメント、こちら行きましょう。これ答えるのが非常に簡単なのでサクッと言ってしまいます。防弾少年団がグラミー賞を落選してしまいました。日本の小川さんは当選しました。上川さんは BTS は嫌いですか？ということなので、こちらの方の話題。これは別に何かのニュース系の話っていうのを、入れる必要が全くない答えなので、で、一言で言うと、私は基本的に BTS について、興味関心がゼロなので、残念も何も、そうなんだぐらいな感じで、むしろ小熊さんの方が関心が高いんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので、好き嫌いっていうのはどちらかというと、関心があるっていうことを前提にしているので、関心がない状態だと、誰かに言われない限りは、そうなんだぐらいの感じになります。なので私の場合だと、好き嫌いっていう感情が発生するその前段階になりますね。で、BTS の話題を取り扱うっていうのが、テレビ局の中では一つよくある光景になってしまっていることっていう、そちらの方が実際には問題で、BTS について好き嫌いを論じる前にそれを報じているテレビ局、そしてそれを報じているっていうことはテレビ編成の責任者側の中にそうした韓国文化っていうものを広めたい、広げようっていう勢力が確実に存在しているっていう、このことの問題の本質というか一番底辺にある基礎部分についてのこちらの方が大きな問題だと私は思っています。なので BTS がいなくなっても別にどうってことはないわけですけれども、そうしたテレビ局の中に韓国文化を広げようっていう勢力が存在している限りは BTS のその次であるとか、その次もまた別のもの、例えば韓国料理はこんなものが流行ってますよっていうのをなぜかいきなり朝の冒頭のエンタメ番組と称した中にどんどんと入れ込んできて、それ一つのブームにしようと仕掛けている。みたいなことなんかがこれから先もずっと続くことの方が大きな問題だと思います。で、同じように韓国芸能の話として新しい歌手が出ましたよってなった時にそれを最初から追っていくようなドキュメンタリー番組なんかをその朝の番組なんかで毎回のように取り上げることによって、あの人も毎日のように見てるよっていう人たちがいて、それらの人たちの中から視聴率が稼がれるみたいなことがあれば、この YouTube の中だと韓国文化っていうのはなんでこんなものをものすごく好きだって言っている人がいるんだ、意味がわからないと言っている人がいる一方で、もう朝ずっとテレビつけっぱなしだよっていう人たちがもう見慣れることによってその中から好き嫌いっていうのが発生して、好き嫌いが発生する中において、ある程度の割合、人数的に言えばそれが 10% だろうが 20% であろうが何十万人っていう数になればそれが一つの商売になるというわけですね。なのでテレビ局の中でそういった勢力があることの方が実際には長い間実害が発生するという意味では非常に問題の根は深いんだと思いますね。よいしょ。豆腐メンタルさん、バカな対象敵より怖い。ZUO さん、プラスチックは石油でできてるんです。どやー。雨の中の熊さん、セクシー小泉はコンビニやスーパー行かないでしょ。行かないでしょうね。誰か行くとしても、基本的にはお手伝いさん的な人がやってるでしょうね。事務所の、事務員の方ですか。そういった人たちでしょうね。パープルさん、動画内のチャット欄は6から7秒遅れですね。6秒か、結構時差的な部分あるんですね。なんとなく、許容範囲ないかな、みたいな、ちょっとギリギリの部分があるかなと。紅の豚さん、日本メディアが韓国のグループを取り上げすぎだと思う。まさにそこですよね。例えば、朝の番組とも限らず、別に昼でも午後でも同じなんですけれども、韓国のグループだったら、それこそデビュー前から少しずつ追い始めてますよっていう番組があるかと思うんですけど、じゃあ日本のそうしたグループ
これからデビューしますよっていうのをわざわざ追うような番組っていうのがあるかっていうと多分ないんじゃないかなと思いますね。去年20だったかな ?20 がまあ最初の方から追ってましたけど、あれはまあ純粋にじゃあ日本のグループかっていうとそういうわけじゃないですからね。あれもプロデューサーさんは韓国の人を呼んでっていうところから始まってますし、まあそういった意味では純粋な日本のグループっていうのをちゃんと取り上げてるっていう貢献もあんまりないんじゃないかなと思いますね。まあというわけで、コグマブリューさんへの、返信ですね。返信というか、BTS の好き嫌いについては、私の場合だと、まあ、無関心っていうこともあるので、好き嫌いっていう感情が存在しないっていう、まあ、返答になるのかなと思いますね。やっぱり嫌いになるためには何かしら関心を持たないと、なんとも感情が湧かないんですよね。というわけで次行きましょうかね。なるべくまずはサクッと答えられるもの他にあったかな。あった。これも、比較的に短く答えられるんじゃないかなと思いますね。パープルさんの書き込みをご紹介。生放送が日曜か月曜って珍しいパターンですね。最近の動画作成に対する心境の変化があれば聞いてみたいですね。というわけで、いつもだと土曜日か日曜日かっていう形で生放送を行ってきたんですけれども、今日に関しては、日曜日かもしくは月曜日するかもねっていう、まあ形でちょっと生放送を、準備しました。まあ土曜日はさあしようかなどうしようかなっていうのをちょっと思ったんですけれど、その日の感覚だとちょっと土曜はやらないなって自分の中で思っちゃって、そうなので、確実にやるであろう、まあ日曜日か月曜日にしようというふうにしました。まあ無理をしないっていうのはまあ非常に重要だなと思っていて、ZUO さん、心境の変化かそれとも環境の変化かっていうところなんですけど、どっちもですね、今私の身に起こっているのは、結局、引っ越しをすることによってまず環境の変化がありました。で、それに伴う心境の変化っていうのも起こっているので、まあ合わせ技ですよね。まあそしてここ最近思うことっていうのは、まあ動画を作っていて思うのは、ある程度やっぱり見てくれる人のことを考えた動画作りっていうのをしないとダメだなっていう思いと、まあ自分自身の言いたいことっていうのを、まあどれくらい優先するかっていう、このある程度バランスの取り方が結局私自身の、なんていうかな、心の中のありように、まあ悪い影響をしている部分ありますね。私のチャンネルの動画、なんですけれど、まあ、チャンネル登録者数はまあ11万人ちょっといるわけなんですけれども、まあ、その中でも韓国系の動画を見てチャンネル登録したっていう方はまあ10万人以上いるわけですね。で、逆に言うと、韓国の話題を外しちゃうと、まあ、チャンネル登録者数1万人ぐらいの、まあ、規模感になってしまうので、まあどこかでこの10万人の視聴者がいる韓国系の動画と、それ以外のまあ関心の低いであろうでも自分の言いたいことっていうのが結構詰まってるそれ以外の話題っていうのを、まあどのくらいの割合でするかっていうのはまあどうしても自分の中でなかなか消化できない部分なんですよね。まあひたすら韓国系の話題作った方が絶対にビジネス的にいいのは分かってるんですよ。これ変な話ですけれども。何もそんな細かい話題まで取り扱わなくてもいいのに、みたいなところは結構思っちゃうんですよね。韓国系の動画バーっと上げてるチャンネルを見てしまうと。でもそちらの方が絶対継続性は高いなっていうのも分かってるので、なんていうかその中で自分の中でなんかもやもやとした部分、なんとかこれを片付けないとなっていうところは思っちゃいますね。まあ本当はですね、この視聴者数が1万人ぐらいのレベルでも、まあ成り立つぐらいの経済的な基盤があればいいんですけど、なかなかそうもいかないのでね、難しいところでございます。だからある程度細かいなみたいなそんな話題についても、もうちょっと韓国ネタで、生活費を稼ぐっていう感覚、ちょっとビジネスライクに考えないとまずいんじゃないかなって、まあ自分には思っております。というわけで、まあそういったわけで、
ここから先は少しあんまりみんなの関心がないんだけれど、でも普通にこれ取り上げた方がいいでしょ的な部分のお話になっていきます。よいしょ。コミュニティの方でもこの米中のアラスカにおける外交交渉がかなり激しいものになりましたね。っていうところで、じゃあそれに対してどう考えるべきかっていう話がコミュニティの方でも書き込みありましたので、この話題取り扱っていこうと思います。基本的に私の考えっていうのは、中国と韓国2つあったら、どちらの方が日本にとって非常に大きな影響があって、どちらの方に関心を向けるべきかっていう意味合いで言うと、圧倒的に中国の方が気にする必要があります。でも、動画にしたときに、満足度が高くなるのは韓国側の話題なのは間違いないです。何を言ってるんだって思われるかもしれませんけれど、韓国ネタっていうのははっきり言って答えが非常にわかりやすく存在するんですよ。またこんな変なことをやっているよ。またブーメランになってるよっていうある意味定型のパターンに非常にはまりやすいんですよね、韓国っていうのは。一方で中国の話題っていうのはどちらかというとそういう簡単にオチの出ない非常にもやもやっとした形で終わりやすいので、特に真面目に考えないとまずいっていう話題も非常に多いですからね。笑い飛ばせないっていう部分において。さて、そういうわけで、まず米中のアラスカ会談、世界の懸念を突きつけたということで、この記事を読んでいる間、私は喉を少し休めるという、こういったことをしようと思います。というわけで、まずは、読み上げソフトスタート。中国の身勝手な振る舞いに対し、単独でなく同盟国と緊密に連携し、厳しい態度で臨む。バイデン米政権の対中政策の進め方が明確に示された。米アラスカ州アンカレジで2日間にわたり開催されたブリンケン米国務長官と楊潔チ中国共産党政治局員らによるバイデン政権初の米中外交トップの直接会談のことである。米側は新疆ウイグル自治区での人権侵害や香港の民主派弾圧、台湾情勢、サイバー攻撃などの問題を提起したが、懸念解消には至らなかったとの認識を示した。中国側は新疆ウイグル自治区での米側のジェノサイド、民族大量虐殺認定を今世紀最大の嘘と反発した。台湾問題は革新的利益に関わり妥協と譲歩の余地はないと突っぱね、香港の選挙制度変更は中国の一地方のこととして尊重するよう求めた。議論は噛み合わず、双方が冒頭で1時間以上非難の応酬を展開したのは当然の成り行きだったろう。評価すべきは、米側がこの会談に向け、同盟国との対中連携を積み上げ、世界の懸念として中国に改善を迫ったことだ。ブリンケン氏は会談に先駆け、オースティン国防長官と共に日韓を訪問し、両国で外務・防衛担当閣僚による安全保障協議委員会2+2を開催した。日米は16日の2+2、さらにはオーストラリア、インドを交えた12日のオンライン首脳会合で中国の脅威に懸念を共有し、抑止決意を示した。ブリンケン氏が日韓訪問を踏まえ、国務長官になり100人近い外相と話したが、あなた方の説明とは違うことを聞かされたと語ったことに注目したい。アラスカを開催地に選び、米側が訪中せず、中国側をワシントンに招かない突き放した対応は安易に中国との対話に転じないとのメッセージとなったはずだ。ただし、中国がこれで態度を改めようとするはずもない。肝心なのは、今回の会談の内容を同盟国と共有し、次の一手さらなる連携を重ねることだ。菅義偉首相の来月の訪米は、バイデン大統領にとって初の対面の首脳会談となる。米政権が進める対中政策のパートナーとして、日本にも覚悟と行動が必要だ。特に人権問題で、日本はより明確な批判を中国に突きつけるべきだ。といったわけで、まずアラスカの会談についてから、ここからまとめていくと、今の世界情勢のことを考えるときに非常にわかりやすくなります。キーワードとしてはやっぱり多国間連携というのをバイデン政権が打ち出して、これを実際に実行してきたことです。最初に行ったものが、まずクアッド、日本、アメリカ、そしてインドとオーストラリア、この4カ国による共同の会見じゃないな、ネットでのオンライン首脳会議を行いました。
この時の一つのキーワードとして言えるのが、まずはこれは軍事同盟ではありませんよというところからスタートしていますが、しかし中国にしてみればそのような中国をのけものにした形でこうした4カ国が集まって話し合いをしているというこの集団となっていること、それ自体が中国に対する牽制となっています。実際インドというのはロシアとの関係が非常に深かったりして、軍事面において決して西側諸国とべったりくっついているわけではありません。ロシアからも兵器を買うし、中国からもなんとなくそうした技術協力的な部分についても受け入れるところがあります。しかしそういった政治的な話題っていうのを一旦抜きにすると、それこそ中国とインドとの間には国境紛争が実際に存在して、そして兵士が亡くなるような軍事衝突も起こっています。このあたりは政治とそして現場のレベルというのが結構食い違っていることがあります。そのような中で中国の圧力がインド側に対して強く働いているので、インド側としても1対1で向き合うのは絶対これはまずいことになるなという考え方から、自分たちの今進めている自主独立路線から少しずつ同盟を求めるような形へと中国が押し出すことによってインドが強いられたと言えます。で、日本はそのことに関しては安倍総理が進めていたこのインド太平洋戦略というものを元にしてアメリカを引き込み、そしてアメリカ側がこれに乗った形で日米だけではなくその他の国々を巻き込む形で多国間連携のこの形というものが整いつつあるわけです。菅総理大臣はこの件に関してはあまり強く発言はしていません。いわゆる世界戦略みたいなことを話していないわけです。このような話というのはかなり大雑把な意味で言えば戦略級の話であり、国民を受けするような話ではありません。しかし、戦略を語るということが非常に国家の戦略上には大事です。なぜならば目標地点がある程度決まっていれば、そこに向かってどんな政策を打っていくかっていうのがある程度わかるからです。そういった意味では、もうちょっと玄人向けというか、あまり一般大衆向けでなくても良いから、こうした世界戦略についてもかなり長々と話すような場面が菅総理には求められると思います。さて、それでは少しこの画面のまで進むと、私も動画と違って結構、緊張するというと変だな。生放送で喋っていくと結構辛いので、またこの画面を戻して話を進めていきますけれども、これに関連して言うと、さて、米中アメリカの会談、アメリカじゃない、アラスカでの会談の話なんですけれど、クアッドの終わった後、日米の2+2、これが、アメリカ側の方と日本側話し合った上で中国批判を行いました。一方でその後、韓国で行われた2+2では、中国批判というのを一旦置いておいて、なんとかこの米韓の同盟っていうのを大事にしましょうねっていうのをアメリカが押し付けて韓国が抑えるっていう形になっていきました。で、ここで大事なのは、アメリカ側としては、韓国が中国につかなければいいなっていうことで、ある程度、押さえつけたわけなんですけど、その時にですね、対北朝鮮用の話として、日米韓、この3カ国の連携が大事だよっていう形で、結構強くメッセージを出しました。ここで大事なのが、韓国と日本の連携も密にしてくださいねっていう、この外圧ですよね。これが結構私は日本の外交にとっては痛い部分で、韓国側に対してお前のところがおかしいんだよっていうことをアメリカが強く言ってくれるんだったら別にいいんですよ。それだったら日米が、韓国側に対して是正することを求める形になる。問題なのはそうではなくて、アメリカが一歩引いた状態で、君たちの国でどういういざこざがあるかなんか別に私たちには関係ないからあなたたちでやってね。でもそんなことを横にのけといて、とにかく中国のことを考えたら、韓国と日本でもっと緊密に連携してくれよみたいな形でゴリ押ししてくるっていうパターンが日本にとっては一番痛いパターンですね。せっかくですね、今の日本の外交っていうのは少しずつ正常化してきているわけです。どんな形で正常化しているかっていうと、韓国側がおかしいことを言ってるんだったら、それなりの対応しますよっていうこの態度です。そのことが現れているのが以前私が動画にしましたけれども、駐日韓国大使。この駐日韓国大使に対してほぼほぼ放置状態ですよっていうことをしているわけです。
これは今までの日本政府の対応としては、非常に異例のパターンなわけですね。なんだかんだ言って日本にやってきている大使に対して、なるべく礼節を守るっていうのが、これまでの日本だったわけですけれども、それよりも韓国、あなたの国のやってることおかしいですよ。だから、今までのような対応はできませんよっていう意味。これはもう私は何か失礼なことをやっているっていう意味ではなくて、日韓関係のあるべき姿だと思います。相手のやっていることがおかしいんだったら、今まで通りのことはできませんよっていうことをはっきりと言うし、はっきりとやる。これ、言うプラス実行っていうのは非常に日本は苦手なんですよね。例えば、遺憾の意をっていうことをよく言うじゃないですか。なんだよそれって毎回思うんですけど、言葉で言ってもダメですよっていうのはもうこれまでの日韓の歴史の中でずっともう何度となく繰り返し確認されてきたことなので、行動をするっていうことが、韓国側に対しては絶対必要ですよっていうのが答えなわけです。そういった意味ではほんの小さなことですけれども、そうやって行動が取れたっていうことだけは前進だと私は思っています。で、この前進しているのが、今この日米韓3カ国連携取ってくださいねっていうアメリカ側の圧力によって崩れるとしたら、これは非常に不本意なことなので、なんとか、菅総理はこの件を突っぱねてくださいねっていうふうに思っております。エルメスマリンさん。上川さんの内容が入ってこないように体育館裏に皆を連れ出しますってヘペロ的な感じですかね。マリンさんお久しぶりですね。私の方の生放送も久しぶりなんですけれども。よいしょ。といった具合でございまして、今外観的に言うと、このアメリカ側がやろうとしている多国間連携、それ自体は別に間違っているわけではないんですけれども、さあこれをどこまでしてくれるかなっていうところは私は未だにちょっと懐疑的な部分で、でもこの米中アラスカ会談における激しい応酬を見ている限りは、少なくとも公開されている部分については間違いなくアメリカは中国に対して物を言うよっていうことは見せたわけです。問題なのはさあここからじゃあ公開されていない議論、この部分において中国とアメリカがどこまで話し合いを詰めていくか。中国側としては制裁を受ける側なので、アメリカ側に対して何らかの情報を出すことによって制裁を解いてくださいという話に持ってくるはずです。そうなったとしてもですね、今の中国側には妥協できる部分というのがあんまないわけですね。例えばですね、よいしょと。チベット、ウイグル、香港、内モンゴルなど様々なところで中国は人権弾圧を行っています。で、人権弾圧って私いつも使ってますけれども、これはですね、YouTube だと人権弾圧っていう言葉だと規制されないなっていうのをある程度私は見越して使ってるんですけど、本当はもっとそれよりも的確な表現の言葉っていうのは間違いなく存在します。それこそジェノサイドっていう言葉を日本語訳したあの言葉っていうのを本当ははっきりと言いたいわけなんですけど、それを言うことによって、何かしら差別用語発言、差別用語を使っているよっていう、用語はこの場合だと、何かしら私が差別主義者であるかのような、そういうレッテル貼りをされる危険性があるとかね、そういったところでちょっと気を使って、私が表現を柔らかくしてるんですけど、本当はそんな生っちょろいことではないことが中国では起こっております。この場合だとですね、言葉自体がダメっていうよりですね、それを足がかりにして攻撃してくる人たちっていうのがおそらく存在するだろうっていうふうに思いますね。これは YouTube 自体が規制するというよりも、何かしらのその集団っていうのがこの言葉を使っているこいつはこんなことを、悪いことを言っているんだっていうその攻撃する手段として使えるっていう意味で、それを受けた YouTube がそんなこと言ってるやつ悪いよねみたいな感じであっさりと受け入れる可能性があるので、そういう危険性を考えて使ってなかったりします。さて、
中国が一体どのようなところで、妥協できないかというところなんですけれども、これですね。ウイグル人権侵害、EU が中国を制裁へ。さて、ウイグルの問題っていうのは、例えばイギリスの公共放送 BBC なんかが積極的に取り上げたりするんですけれども、日本だと、一応はですね、検索をかけると年に1回とか、2回とか、そのぐらいのペースで、一応 NHK のなんていうか特集でも出ることはあるんですが、その程度のものです。はっきり言ってほとんどの人が見ていないし、その内容というものもかなり、革新からは遠いところを取材しているので、全然日本人の心を動かすようなものではありません。でも実際にやっていることっていうのは、私の動画の中でも、何度となく取り上げましたけれども、やっていることっていうのはもう、口にするのもちょっとゾワッとするようなことが中では行われていますよ。そしてそのことを一つ表す言葉としては、やっぱり人口が明らかに激減していますよっていう、この数値でお知らせしてくるこの中身っていうのが何よりもおぞましいことです。で、これに関して中国側が絶対にやめる気がないっていうのが分かっているので、で、アメリカ側はそれを批判するっていうこの構図自体は変わりようがないわけです。じゃあ一体どこで中国側が妥協を引き出そうとするかといえば、それはお金の問題です。例えば、前アメリカ大統領であるトランプ大統領は、中国とアメリカとの間における貿易赤字っていうのを非常に問題視しました。中国はこんなにアメリカ相手に商売して儲けてやがる。こんな中国に対してこのままに済ますかよっていう話をしていたわけですね。で、これを逆手に取る形で中国が何をしようかっていうところで言うと、いやいや、わかりました。それだったらアメリカのもの買いますよっていう形で、例えば農産物についてのある程度強制買い付け枠みたいなのを設定して、アメリカとの貿易赤字を削減することに、しっかりと金出しますよみたいな形で、お金で妥協を図る可能性があるわけですね。だからこの後公開されていないお話として、そういったどこかでアメリカと中国が手を握って少し緩和する部分っていうのが発生するかもしれないっていうところが結構私の気になる部分ですね。で、ちょっとこのニュースなんですけれども、今ニュース記事の話をすると、EU が中国を制裁するよっていうニュースなわけですけれども、EU の中においても各国結構意見っていうのは分かれていて、中国との経済関係っていうのを非常に重要視している国っていうのもあれば、それこそ中国のやってることこんなもんとんでもねえなっていう、非常にその反応っていうのが結構分かれています。もう結構懐柔されてしまっている東ヨーロッパの国々や、イタリアなんかの国々もありますし、そして今ドイツは少しずつ動きは変わってはきているんですけれども、中国に対して寄り添う姿勢そのものはあまりないんです。あまりないっていうか、ドイツのこの親中姿勢っていうのは今変化はあるんだけど、まだまだ経済的なつながりとしては何か切ろうとはしていませんよと。結局ですね、この制裁について言っても、中国という国家に対して何か制裁するというよりは、このウイグルの問題のその担当者、役人レベルでのある程度引き締めを行いますよ。もしくは強制労働によって作り出された物品を受け入れないとか、それらを作っている会社に取引があるよというところを抑え込もうとしている。結構問題に対してちょっと対応としては弱いんですね。やってることはわかるんだけど、だからといって中国全体に対してのダメージはあまりないっていう、このあたりが見ていて非常に歯がゆい感じがいたします。ポチッとな。さて、で、アメリカがトランプ政権からバイデン政権へ変わりました。その時にですね、結構私が気にしていたのが、じゃあ政権が変わったことによってどのくらいのことをやってくれるかなっていう実行の部分ですよね。口で強く批判することは間違いないだろうと。というのも大統領選挙の時に、
バイデン候補者が中国に対しての当たりが弱いんじゃないのっていうところからかなり批判を受けました。これ支持者の方からです。で、支持者の方から批判されてるんだから、この中国に対して強く当たりますよっていうのは、バイデン大統領としては絶対欠かせないことなわけです。だから口で強く批判することは間違いないと。ただし実際に何をするかっていうところではもしかしたらさっき言ったように、テーブルの下で手を握る部分もあるかもしれないっていうところからちょっと懸念していたわけです。で、最初の入りとしては、そういった私の不安を少しだけ解消してくれる話。米チャイナユニコムの免許取り消しへ。これですね、まずは読み上げましょう。米連邦通信委員会 FCC は17日、中国の国有通信大手、中国連合網絡通信、チャイナユニコムの米国事業免許を取り消す手続きを始めたと発表した。安全保障上の懸念が拭えないと判断した。チャイナユニコムは米国との国際通信事業を手掛ける。FCC は昨年、同社に対して免許取り消しを警告し、事業を継続するのであれば安全性を証明するよう求めていた。今回の声明で、現時点で深刻な懸念を晴らすことができていないと説明した。FCC は2019年、最大手の中国移動、チャイナモバイルの米国参入も却下している。中国の通信会社が米国の通信網につながれば、中国政府のスパイ活動などに使い割れる安全保障上のリスクを懸念する。FCC はバイデン政権下で与党・民主党の委員が主導する。野党・共和党の委員も含めて中国への警戒が強い。2月にはファーウェイ技術、ファーウェイの通信機器を排除する規則を決めるなど、引き続き厳しい措置を取っている。といった具合に、少しずつ、新しいスタイルでやってるんですけれども、私の喉を休ませるっていうためもあって、一回ニュースの記事を読み込みっていうのは、パソコンにやらせるっていう形で、またこうやって話に戻るんですけれども、アメリカが一体何をするのかっていうのに注目している私にとっては、この制裁が継続されてますよっていうところは、結構重要なわけです。例えば通信事業っていうのは、それこそその国の中で一体何を話し合われているのか、そういった情報を非常に捕まえやすい分野なので、ここに安全保障上の問題があるとして、トランプ大統領がまずファーウェイの排除に乗り出しました。これは 5G 通信網という非常に次世代通信の部分を中国企業が抑えてしまうと、今後の 5G の次、6G の時についても同じように握られてしまう。いわゆるインフラなんですよね、通信っていうのは。その通信というインフラを抑えられることが非常に危険だと考えているので、ここをなんとか排除しようとアメリカは考えていたわけです。で、ファーウェイっていうのはまさに通信機器だったわけです。今回取り上げたニュースっていうのは逆にですね、どちらかというと事業者、ソフトウェアやサービス業の方での通信というものを排除しますよということをバイデン政権で決めたわけです。これはもう政権が変わったからっていうところもあるんですけれども、政権が変わってもそれでも継続されている理由っていうのがアメリカの超党派で何を考えているかというところです。アメリカは二大政党制の国です。民主党と共和党2つの二大政党が勢力を持っていて、それぞれの勢力っていうのがそれぞれ影響を及ぼしているわけなんですけれども、政権交代によって共和党から民主党へと変わったわけですけれども、その両党の一致している部分があります。それは中国の動きは抑えなければならない。この考え方それ自体は別にそれぞれの党でもある程度共有されています。ですからこれまで大統領がどうこう言うそれよりも前に議会において、例えば中国における人権問題っていうのにしっかりと制裁をかけようという声は別に大統領が言う前にすでに議会の中で超党派である程度合致していたわけです。その動きが今も政権交代以後も継続されているわけです。で、この海外の勢力を排除しようという動きというのは別に全部の国々に対して行っているわけではありません。今回はチャイナモバイルであるとかチャイナテレコムっていう中国系の企業に対しての排除が言われたわけですが、じゃあ全ての海外企業が締め出されているかといえばそういったわけではありません。アメリカにはですね、様々な例えば携帯電話の通信事業者っていうのがいるわけなんですけれども、去年までは日本のソフトバンクがこの通信事業会社の大手の中に食い込んでいました。去年の新型コロナウイルスのパニックによって
株の大暴落っていうのが発生して、この時孫さんがかなり損したので、ある程度立て直しをするためだろうなっていうところで結構株式の大放出を行って手を引いたんですけど、それまでは少なくとも日本の会社っていうのがアメリカの通信事業にかなり食い込んでいました。現在でもドイツの通信会社はアメリカで展開しており、そういった意味では全ての国々を排除するわけではありません。ですから、アメリカは明確に中国に対してはノーを突きつけたわけです。日本やドイツっていう国々の企業は普通に今まで入っていたわけですから。それと比べれば明らかに今回は狙い撃ちして中国企業を排除したわけです。このあたりは何をしたかという意味ではバイデン政権下においても議会が変わらないんだから議会が中国を抑えなければならないというこの基本姿勢に基づいて中国企業は引き続き排除されていますよということが確認できたわけです。これは非常に重要なことだと思います。というのもバイデン大統領が例えばですね、この後地方症を発症したとしても議会の方は別にそれとは関係なく中国に対して強く当たり続けるのであれば大きな流れというものを変えることはできないことになるからです。このあたりはどうなるかっていうのは年々のこの状況の変化っていうのは必ず存在するのでそれを追っていかなければならないわけですが、少なくとも議会の方でそのような流れっていうのが継続している今っていうのがある限りはそうそう簡単にアメリカは方針転換をできないであろう。つまり米中の新冷戦時代っていうのはまだまだ続くだろうというのが私の考え方です。で、この米中新冷戦の時代っていうのが続くことを前提にした政治外交っていうものも日本も展開していかないといけませんよっていうのが今の菅総理っていうのに求められていることだと思います。ポチッと。さて、皆さんのチャットの方も見ておきましょうね。そうですね。ミキさん、LINE の話ありましたか？気になってます。塩田志国さん、もう LINE やめた方が良い。ちょうどその関係でアメリカか中国の話で LINE の話とつながっている部分ですね。通信事業者としては、まずアメリカは排除の明確な意思を取って、それに基づいた行動をしていますと。じゃあ日本どうなのっていうところから、ちょうど今、LINE の話題が出ているわけですよね。よいしょ。というわけで、LINE のニュース。こちらも、コミュニティの方だと LINE のことを書かれている方結構おられたんじゃないかなと思いますね。まず U2 さん。今 LINE の情報が中国に漏れてるとか、サーバーも警告にあり、心配です。LINE の危険性を取り上げていただきたいです。ということで、まず、U さんと、在属原人さんも、桜前線についてと LINE 問題。他にも誰かいたような気がするけど、あと、北川明宏さん、LINE については議論のしようがないですよね。ということで、LINE についてもコミュニティの方で取り上げてほしいという方が何人かおられました。というわけで、LINE の話題に行きましょう。こちらは、ジャーナリストかな？フリージャーナリストのっていう肩書きでいいのかちょっとわからないですけど、有本香織さんの遺読、精読というものから記事が出ております。LINE についてのお話。LINE、やっぱり中国、韓国に個人情報ダダ漏れ。噂が絶えなかった安全性への懸念。リスクに対する行政のお花畑発想露呈。今週は日米2+2外務防衛担当閣僚による安全保障協議委員会の話題で書こうかと思っていた矢先、多くの日本国民にとって身近で重大なニュースが飛び込んできた。無料通信アプリ LINE の利用者の個人情報が中国の企業に筒抜けだったという件だ。正しくはシステムの管理を委託されていた中国の会社の技術者からアクセス可能な状態になっていて、実際に中国の技術者から少なくとも32回日本のサーバーにアクセスがあったことが確認されているとのことだ。朝日新聞のスクープだったこの一報にはさらに有識続報があった。利用者間でメッセージをやり取りするサービス。トークに投稿されたすべての画像と動画が韓国内のサーバーに保管されていることが分かったというのである。現在、日本国内での LINE の月間利用者は約8600万人。
かくも膨大な日本国民の個人情報が他国、とりわけ中国、韓国にダダ漏れだったことは深刻な事態ではある。だが一報を見た際、筆者に驚きはなかった。むしろやっぱりそうだったのかというのが正直な感想だ。かねてから LINE については韓国や中国のサーバーにデータが送られているという噂が絶えなかった。個人情報が隣国に盗まれる恐れがあるので安易に使うべきでないという話が流布されて久しかったのである。ところが世間のお利口さんたちはこの噂をいや韓右翼の陰謀論だとし、笑い韓国資本企業への一種のヘイトスピーチだと諌めてきた。この後も記事は結構それぞれ長く続いていくことなんですけれども、よいしょ。まず LINE については気にするっていう方は使わないっていうのが一番ですよね。で、解決策としてもこれは明らかで、日本企業が日本にサーバーを置いて運営するっていうのがまあ一番いいわけです。まあこれがまあ最上のプランなわけですけれども、じゃあ日本の企業作れないのかって言ったら作れるはずなんだけど作らないっていうのもあるし、で、それはなぜかっていうと結局自分たちで作るようなお金をかけたくないっていう経営側の判断ですよね。流行るかどうかもわからないっていう、いわゆる利用者が増えるかどうかわからないものに対して投資できないっていう日本側の経営判断っていうのがあるので、じゃあもう出来上がっているものがあるんだったら他のところから持ってきてそれを受け入れてしまえっていうのが結局 LINE なわけですね。で、LINE の前はじゃあ何があったかっていうと、まあ音声であれば、まあスカイプみたいなものがあったわけですけれども、結局スカイプっていうのもいつの間にやら消えていったものとして、結局今は主流ではないわけです。まああれなんかも、まあ使えないわけではないんだけどっていうところですよね。で、日本企業がやってもそれがうまくいかないっていうところがあるんですよね。結局ソフトバンク、ヤフー系列のいわゆる孫さんのところのようなある程度お金のあるところとかが、まあお金をかけることはできるんだけど、それ以上に弱い、いわゆるベンチャー企業からさあ作ったよ、みんな使ってねってなった時に、まああんまり流行らないイコールビジネスとしてはうまくいかないからそのまま消えていくっていう、まあこの悪い循環っていうのが日本の中で起こっていると。で、一方でアメリカの使っているものとかだと、まあ普通に入ってくるんだけど、彼らが一番有利なのは、別に日本の中だけで黒字になる必要は全然ないと。世界中で使ってもらって、その中でトータルで儲ければ別に問題ありませんよっていうところの方が圧倒的に多いわけです。まあこの点について言うと別にアメリカ企業だけではないんですけれども、日本の中でこの市場から打って出るっていうところがまあ全くうまくいかないんですよね。まあ例えば日本の中だと、例えば楽天っていうのがあるわけですけれども、じゃあ楽天日本の中だとそれなりのちゃんと経済規模を持っているわけなんですけれども、じゃあ海外に出た時にうまくいくのっていうと、まあ全然うまくいかないと。まあ、ユニクロの柳井さんなんかはどちらかというと日本を踏み台にして、まあ世界へと羽ばたこうっていう戦略を、まあ今のところ実行しているぐらいなんですけど、まあそれ以外なかなか日本国内で広まったものが海外に展開するっていうのはあまりうまくいってないんですよね。丸塚さん、ズームみたいなやつ。まあスカイプっていうのはまあ昔のソフトで、ズームがまあ現代版みたいなもん、程度も言えばいいのかな。うん。まあ昔のって別に昔でもないんですけど、出番的にはもっと10年ぐらい前から存在していた、まあスカイプはそういったメッセンジャーツールですよね。まあ現代だと圧倒的にこの LINE っていうのものが、市場の占有率は高いですよね。まあ8600万人ですからね、月間利用者。もちろん副アカウント、裏アカウント、まあ複数持ちの人たちもたくさんいるとは思うんですけれども、まあそれで言っても使っている人は非常に多かったですね。何かの連絡をするときも、じゃあ、LINE を入れてその LINE のグループチャットでっていうのが、別に会社の中とかでもまあ以前私がいたところなんかでも普通に行われてましたからね。でもこの問題で一番きついのは、政府主導でじゃあそういうソフトを作ってねってなっても、
まずうまくいかないだろうなって結構な人たちが思っているし、実際そうなるだろうなって思うところですよね。例えば、新型コロナウイルスのこの蔓延防止として誰がかかったかなっていうのをある程度割り出すのに有効なソフトとして作られたものがあるわけですけれども、これなんかもう実際にほとんど動いてないですよ、欠陥ありますよっていうのが結構早い時期から言われていたにもかかわらず全然直すことができませんでしたねと。で、ある程度の人たちにこれ使ってくださいねって言ってたのにものすごいお金かけたの、あれ全部税金の無駄遣いだったじゃないかっていうようなことがあるわけです。まあこういうのを見ると、日本政府ってのはこういう IT 系の話には本当弱いんだなっていうのをまあ国民に露骨にちょっとね、見せつけてしまってるわけですよね。まあなので本当だったら民間企業が作ってくれるのが一番嬉しいわけなんですけど、なかなかこれもまたうまくいってないんですよね。結局 SNS、メッセンジャーツールっていうのはみんなが使ってないと便利さというか使う意味がないんですよね。A という人に話したいんだけど A という人がそのソフトを入れてないんだったら、まあアプリと言った方がいいかな。アプリを入れてないんだったら、まあ会話が成り立たないわけなんです。まあなので結局のところ LINE のようにある程度みんなが使っていますよっていう中でみんな使うみたいな形で A さんがやっているから B さんも B さんもやってるから C さんもみたいな形でドミナ倒しですよね。まあそれこそこの件に関しては野党がガンガン攻めていい部分なんですけどね。あんまり野党側の、批判というのもどちらかというとヒステリックに騒ぎ立てる部分があって、まあ建設的な議論とはちょっと遠いかなというふうに思いますね。まあそれに一つ大きな問題なのは、結局日本企業じゃないよっていうところで言うとアメリカの企業がじゃあどうなのかっていう話にもつながってきて、アメリカの例えばGoogle 傘下の様々な企業があって、それらのグループ会社っていうのは個人情報っていうのは非常にたくさん集めてますよ。いわゆるビッグデータを作成した方がそれに基づいた利益を得やすいっていう構図があるわけですね。なのでアメリカの企業も個人情報っていうのはかなり膨大に集めています。なのでその時にアメリカの企業だったらいいのっていう話ということにはちょっとつながってくるんですよね。もちろん中国側に情報を見られてるっていうのに比べればアメリカ側の方がまだマシかっていう風な意味合いで言うとどちらかというとどっちが悪いかっていうじゃなくてどっちがマシかっていう話ですよね。中国側の方に見られるよりはまだアメリカの企業に見られた方がまだ我慢できるよなっていう感じにはなりますよね。で、日本の企業に見られてもじゃあいいのかって言われると別に日本企業に見られてもいい気分はしないんだけどっていうか、個人の特定する形で情報を取るなよっていう部分だけしっかり守ってくれたら別にいいわけです。例えば属性として、日本人だなぐらいな感じでものすごいざっくりした感じで情報を取る分にはいいんだけど、どこどこの町に住んでいる誰々さんが、この人物は何歳で、血液が何々で、年収が何々で、この人の使っているクレジットカードは何々で、みたいな形でもう個人と紐づいた情報が全部バーって出た状態で全て把握して上で情報全部、持ってるけど文句言わないでねみたいなそういう握り方はやめてねっていうところですよね。なのでいかにして個人情報をコントロールできるかっていう意味で言うと、コントロールできるところに最低限置いてねっていうところは思いますよね。そのためのコスト負担っていうのは絶対発生するわけです。例えばサーバーどこに置くのって言った時に、サーバーを運営しようと思ったらものすごい電気代がかかるわけです。土地も必要ですし、機材のメンテナンスも必要なので、そういった意味では日本でサーバーやるんだったらってなるとコストアップするなっていうのを嫌がる経営者はいると思うんですけど、結局そこをですね、ある程度法律で縛らないと難しいんじゃないかなと思いますね。よいしょ。こうやって法律的な部分で縛らない限りはどうしてもそういうものになっちゃうだろうなとは思うんですけれども、ポチッとな。時々顔を見せるっていうのも変なもんですけ
ミキさん、上川さん顔見せてっていうことですけど、まあ、たまに顔見せてますはいっていう感じですけれど。マイナンバーカードを作ってみたけど、写真判断結構甘いかも。デビファットさんですね。アメルの中の熊さん、ミキさん、上川さん、お化粧直し中。まあ、そういうことも時々あるでしょう。三正さん、ネイバーも一緒かなっていうことですけど、まあ、ネイバーも結局ですね、まあ、韓国資本である以上は、韓国企業としての動きというのを絶対するわけなので、その中で個人情報を収集するんだったら、結局は、まあ、どっちの方がマシかっていう話にまた戻ってくると思います。まあ、韓国企業や中国企業に見られたくないっていうのはもう間違いなく、ワースト1位、2位を争うところなので、まあこれは避けたいっていうのが実際のところで、まあそれよりはやっぱり、まだ私はアメリカ企業の方があんまり個人を特定しない部分については、もうある程度諦めてる部分があります。まあそもそもクレジットカードをじゃあ作りましょうとかっていうような話をしたとき、まあこれ SNS の話じゃないんですけど、情報を握られているという意味では、例えば私の場合だったら、まあ、クレジットカード会社、まあ、ビザかな。私の場合だとビザの方に、例えば私の個人情報全部出してるわけです。どこどこに住んでいて、誰々で、何歳で、居住年数がなんぼで、年収がなんぼで、みたいなことを、まあ、全部預けてるわけです。その上でクレジットカードを作ってるわけです。まあ、そういった意味では自分の個人情報をどこに出すのかっていう判断になるわけです。もう人によってはありとあらゆる個人情報を誰にも見せたくないっていう人がいるわけですけれども、実は私たち自身っていうのも、例えば名前っていう一つの記号で、まあ分類されている段階で、別にそういった個人情報を一切明かさないっていうことはまあ不可能に近いわけです。なので、どこまで出すのか、誰に出すのかっていうのをちゃんとコントロールできる部分について、まあしようっていうところですよね。なので、どこまで受け入れるかという話で、LINE が使っていることによって、まあ自分の話した内容や、どこで使っているのか、そういった使用履歴や、まあ個人的な情報についてある程度見られてしまうんだなっていうのを前提にした上で使うかどうかはそれぞれの判断が非常に大事ですよと。なので、よく話す人っていうのが、まあ特定の人物がいて、その人に対して話すだけであれば、まあ LINE 以外で連絡取り合うような中になりたいねっていう話で話し合いがつけば LINE 以外のもので連絡を取り合うっていうのも一つの形だと思います。まあそれがアメリカの Google が提供するようなメッセンジャーアプリなのか、それとももっと違うようなものかもしれません。まあヨーロッパ系の企業だってこういったメッセンジャーアプリは作ってると思うので、まあそういったものもいいかもしれません。例えば個人情報の管理で言うと、アメリカよりも EU の方がどちらかというと全体としては厳しいと言われています。なので、アメリカの企業の Google が例えばヨーロッパでサービスを行うときにおいても EU 側から制裁を受けるっていうことがあります。これはアメリカの基準と比べると EU 側の基準の方がより厳しいっていうことの表れだと言われています。なので、私たち日本人が知らないところでもしかしたら個人情報の管理がもっと厳しくされているようなアプリっていうのがヨーロッパ発であるかもしれません。まあそういったものよりも一番いいのは日本企業が日本国内にサーバーを置いて、まあしっかりと運営して、その運営メンテナンスに日本人を使ってくださいねっていうことをある程度法律的に縛るようなことができたら、まあ一番いいかなと思いますね。まあ必要なコストとしてまあ負担してくださいよと。ただしまあこのようなコスト負担っていうのを強いるからには残念ながらベンチャー企業は非常に厳しいなっていうところで、まあ新規参入が難しくなるっていう問題は存在します。例えばサーバーをですね、Amazon の AWS とかにまあ委任するような形でちょっと管理任せますよってなったら、そのサーバーどこにあるのってなったら別に日本にありませんよっていうことはまああり得るわけです。まあむしろ日本にないよっていう方が基本かもしれません。まあそういった意味ではサーバーどこに置くのかっていう問題っていうのはまあ法律で縛るっていうのはまあちょっと私の意見ではありますが同時に暴論かもしれません。少なくとも、ベンチャー企業は日本の中ではまあ育ちにくいかもしれないからですね。まあといったような話で、よいしょ、また戻ってまいりました。日本の企業が一番やってくるのが一番いいっていうのは間違いありません。で、そのサーバーっていうのも日本に置くのが一番いいんだけど、日本の電気代高いわって必ず言うんですよね。まあ日本の企業は言うのはまあ確かにそうなるんですけれども、
なので、電気代がかかるような事業については、まあ大抵、もう日本国外に脱出してしまって、日本国内には残ってないと言われてますね。精錬事業だったかな。電気をものすごく食う製造業としては、金属の精錬っていうのにものすごい電気がかかって、電気代を理由として日本国内からもうみんなバンバン逃げてしまったっていうことはあるそうですね。まあもう戻ってくることはないと言われています。よいしょ。さて、何の話題に行こうかな。アルミか。パープルパープルさんありがとうございます。アルミですかね。電気代がもうガンガンにかかってしまって、日本国内から出てしまったのは。吉田二郎さん、ビットコインマイニングは北極が主戦場になりました。北極ですか？北の方だっていうイメージはありますけれども、北極はさすがに、地面がないので難しいかなと思いますけれども、基本的に冷やすための費用っていうのを抑えたくなりますよね。サーバーをまあ大規模に持ってしまうと。そういった意味では、半地下に作ってしまうとか、洞窟に中に作ってしまうとか、海中にコンテナごと沈めてしまうとか、まあいろんなところで使ってますよね、サーバーも。ビットコインマイニングも結局は電気代と、そしてビットコインの価格、この、なんていうかな、ちょうどいいバランスを取らないと黒字にならないので、どうしても日本だと難しくなりますよね。さて、それでは、ポチッとな。というわけで、LINE についてなんですけど、基本的には、私自身はまあ LINEPay とかは使ってないんですけど、基本的にまあ、おしゃべりをするレベルであれば別にまあ、実害っていうのは基本的にないわけですけど、まあこういった企業に対してお金の面で依存するのは絶対やめた方がいいですよとは私は思いますね。例えば LINE で、まあ LINEPay もそうですし、クレジットカード情報を登録するとかも、まあ同じくやめといた方がいいですよと。で、親しく話す人がいて、その親しく話す人と別に LINE 以外での、共通のツールっていうのを持つことができれば、そちらに乗り換えた方がいいですよっていうのが、私の回答ですね。まあ私の場合だとそんな話す相手がいるわけでもないのでっていうのもあるので、まあそこまで重要視はしてないですけれども、まあそもそも抜かれたらやばい情報については LINE には入れちゃダメですよと。まあそれで言ったら、Yahoo 系の Z ホールディングスの提供するサービス全般についても少しだけ、厳しく、警戒した方がいいかなと思いますね。雨の中の熊さん。画像とかも危ないかなということがありますけど、どうなんだろう。そこは、まあ、企業によっても、自社内で検索をかけてどんどん排除する仕組みなんかもあるかもしれないですね。まあ、ビットコインのマイニングのせいでものすごい電気代使ってるっていうのは、実は環境問題とつながっていますよね。まあ、無尽蔵に電気があるわけではないので、結局それを発電するために何かやってるわけなので、まあ世界中でマイニングしてものすごい膨大な電気を消費してますよっていうのは何にも環境には良くないわけなので、まあそれこそビットコインに環境税がかかるような時代もいずれは来るかもしれないですね。まあそれこそ小泉環境大臣もですね、ビットコインに対して環境税かけるっていうような形で、日本で発表したら、まあちょっとは何を大事にするかっていう問題としては、スプーンよりはいいかもしれないなとは思いますね。よいしょ。というわけで、10時か。まあ1時間ぐらいですね。さて。というわけで、今日はまず、冒頭 BTS から始まって、そっか。カメラじゃないや。マイクの話。ではマイクの話から、BTS に関心がないから好き嫌い感情ないですよって言って、その後、米中のアラスカの話に進みましてで、今は LINE の話ですね。まあ LINE は基本的には日本のアプリができて、それがサーバーも日本にあるのが一番いいっていうのは間違いないと。で、そのためにはある程度法律で縛る必要があるんだけど、法律で縛った途端に、今度は新しいベンチャー企業がそんな資金用意できないよっていう、まあジレンマにぶつかってしまうだろうなと思いつつも、
まあ少なくとも最低限今の LINE については日本サーバーに置いてねっていうところは、ある程度行政指導してください。行政指導が効かないんだったら、法律改正まで考えてください。できないんだったら、それは法律でできるようにしてくださいっていうふうにちょっと、思いますね。さて、というわけで次行きましょうかね。雨の中のくまさんのコメントをご紹介します。最近、ヨートベを見ていて、入る CM が多様化してきてますが、よく、この副業でこんなに儲かるとか、私のコンサル技術で月収10万の収入を得る人が続出。みたいな個人が出しているような CM が多いですよね。私は大抵スキップしちゃいますが、こういうのって当てになるんでしょうかね。そんなに楽して儲かる話なら宣伝しなくてもみんながやってるよと私は思ってしまう方なのですが、真面目に聞く価値あるものもあるのかなとちょっと気になったりもします。上川さんはどう思いますか？上川さんは株をおやりになるということなのでご意見を聞いてみたくて。というわけで、雨の中のくまさん、コメントありがとうございました。YouTube のこの動画を見ているとき、広告が入ると思います。私の場合もう広告カットしてしまっているので、私自身は、YouTube の広告一切見なくなってしまっているんですけれども、さて、まあ、広告っていうのは基本的には目的っていうのがあります。その目的っていうのが、この広告を見て何々を買ってくださいねっていう一つ目的があるわけです。で、そういうの目的がある以上は、実際に役に立つかどうかっていうのはそれほど実は重要ではなくて、最初に買いたいなと思わせて買わせたらもうそこで勝利してるわけです。相手側にしてみれば。まあそういった意味では、この話、私のコンサル技術で月収何十万円の収入を得る人が続出みたいな情報を買いたい人は、さあここをクリックして、さあここにクレジットカード情報か、まあそういったものを入れてお金払ってねっていうところまでポンポンと進めばもう相手方としては勝利するわけです。で、その中身が本当に役立つものかどうかなんていうのははっきり言って売る側はあまり考えてないと思ってください。というのも、売る側としてはそうやってもうお金出させた段階でもう勝利してるっていうことから言うと、もうその後なんて正直どうでもいいんですよ。売る側はね。で、本当に役に立つものだったら、結構口コミで広がるものです。変な話ですけど、今の時代、まあ SNS の危険性を LINE の話でさっきも言いましたが、そこから先、結局あれ儲かるよねっていう話は、他の人に売る価値のある情報なわけです。でもそれがネズミ講みたいな情報だったら意味がないわけですね。誰かに情報を売ることによってお金儲かりますよっていうのを、A さんから B さん、B さんから C さん、C さんから D さんに売って順番に、で、結局そこから下さらに、C, D, E, F, G っていう具合にしてバンバン売っている相手を増やしていって、ネズミ講みたいにして増やしていくんじゃまあ意味がないだろうなっていうふうに思いますね。で、中身の方が実際役に立つかどうかは結局のところ入ってみないとわからない。中にはものすごくいい情報もあるかもしれないけれども、実際にはまあそもそもお金出さない方が勝利でしょうっていうふうには私は思いますよね。で、今の時代っていうのは結構、まあそう隠された情報、有料情報っていうのに価値があるっていう人もいる一方で、そういった有料情報じゃないものでも十分に私たちは、情報を得ることができると思います。例えばですね、まあ、雨の中の熊さんが最後書かれていますけど、まあ、上川さん株をおやりになるということでっていう話で言うと、まあ、YouTube には様々な、チャンネルがあります。これ間違いないんですけど、その中においてはもう、全然役に立たないよっていうものもあれば、このチャンネルとっても役に立つよねっていうものがあるわけです。で、YouTube のチャンネルでそうやって分けていったときに、別に YouTube っていうのはまあ広告は流れるわけなんですけれども、別に動画見るためにさあ金出せなんていうことは基本的にはないわけです。まあ基本的にはですよ。メンバーシップ動画限定っていうのもまあそういうのあるんですけれども、別にそういうものがなくても全然いけますよねっていう、まあそういったものはあるわけですね。よいしょ。というわけで、と
というわけで私なんかだともうお金の話っていう広告とかがまあガンガン流れてくるとしたら、そんな広告なんかとりあえずバーンってもう蹴飛ばして、まあとりあえず YouTube だったらもうこのチャンネルまずは登録しようよみんなってまあ言えるようなチャンネルは一つあります。で、これはまあ、両学長のリベラルアーツ大学っていうところなんですけれども、YouTube で無料でっていう、まず最初に限定した中で一番、金融知識やもしくはお金の話のことを考えるときに勉強するんだったら、まあ絶対このチャンネル入れた方がいいですよと私は思います。はっきり言って広告に出てるようなものについてはもう一切無視した方がいいと思います。というのも、広告見て、これを使えば何十万円得られますよみたいなのをチャレンジしてダメかどうかなんていうことをする方が時間やお金の無駄になると思うからです。もうそういうものだったらもう最初からドーンと横に置いといて、もう最初から、この両学長のリベラルアーツ大学っていうのをチャンネル登録して、まあここの動画を見ていけば、まあ少しずつお金に関連する知識っていうのが、力強いものになってきます。で、そういうものになれば別に有料級のお金なんかっていうところをもう最初から蹴飛ばすことができると私は思いますね。で、お金の話で非常に重要なのは、その、毎日のその考えの中でお金のことが 100% になるようなことがないようにしないといけません。例えばデイトレードにはまってしまうと、もう朝から晩までもう株価の値動き、FX にはまったら為替の取引のその値動きにも延々と自分の脳みそが支配されることになってしまいます。まあこれはもう私自身の経験なんですけれども、よいしょ。で、お金の話っていうのはまあ非常に重要です。だって私たちはもう資本主義社会の中に生きているわけなので、お金がないと生活はできません。まあ基本的に物々交換っていうのがまあ成り立たない世界なので、そういった意味ではお金の話っていうのは非常に重要なんですけれども、だからといって生活の 100% をお金のことになってしまうと、ものすごくストレスが課題になってしまいます。で、今回ご紹介したこの両学長のチャンネルをなんで推し進めるかっていうと、そういった意味では、なるべく自分の生活と、両立することができるんですよね。例えば、デイトレードは危険ですよっていう話はよく聞くと思いますけれど、人によってはデイトレードで100万円を元手にして私は10億円稼ぎましたよなんていう人が時々出てきます。これはもうその人に会っていたからとしか言いようがありません。まあ大体そういった人が1人いるとしたらその後ろには99万9999人ぐらいの屍が転がっていた上での成功者だと思ってください。まあそれこそ世界でオリンピックが行われるときに金メダリストっていうのが一人いるわけですけど、それ以外の何十億人という人たちっていうのがいる上での頂点なわけです。ですからデイトレーダーの成功した人が、この人は、まあ5年間でなんと1億円になりましたとか、なんと3年で1億円到達しましたっていうような人を見たとしても、それを真似しようと思っても、それ以外の多くの人は実際には失敗している。という意味では、リアルタイムに株価やもしくは為替の相場っていうのを追っていく情報っていうのを私はお勧めはしません。絶対そういったものはものすごい心理的な負担がかかってしまって日常生活にものすごい過大な負担になります。もちろんその中においては成功する人もいるとは思いますが、それはあくまでも例外的な存在だと思ってください。まあ私が生きている中でそう感じたのは私自身がその失敗した側の人間だったからです。まあそれこそ私の若い頃っていうのはそうしたある意味ファイヤーと言われるような、まあ経済的な自由っていうのを得た上でその後の人生を暮らしていきましょうねっていうのを私自身はかなり求めていました。それこそ高校生ぐらいの時からそういったものに憧れていて、そういったものを実現するためにはある程度の株価の取引っていうものをして、その中で生活資金っていうものを得た上で、私自身はまあ創作活動にもずっとまあ今後20年、まあ20歳だったらそこからの寿命まあ60年ぐらいはずっとそれこそまあ、エンタメを消費するか、エンタメを創作するような形での、まあ、いわゆる自由人になろうとしていたわけです。で、そのために、手段としての、株価の、株式の取引っていうのに、取り組んだわけですが、まあ実際にはうまくいきませんでした。
で、その後結局働きに出るっていうことがあったので、そういったことから考えても、非常に緩やかな時間感覚を持ってお金とは付き合った方が絶対にいいっていうのは、体験として私も感じています。で、そういった意味では、このリベラルアーツ学っていうのは、時間の感覚としては、例えば、20歳の頃からインデックス投資なんかを今後20年、30年、40年としていけば、多くの人たちが別に無理せずに自分の生活リズムを崩さずに、いわゆる自由人になれますよっていうことを結構語ってくれています。このあたりが他のいわゆる金融界のYouTube チャンネルと違うところです。例えば他の有名なところで言うと、高橋ダンさんっていうのが、ここ最近だとこの、ビジネス系の YouTube チャンネルでは非常に伸びているわけですけど、その中においてはですね、今日の、原油は売りだとやるとか、もしくはビットコインはもう今は売りの、チャートでは売りシグナルが出ているから今度はリップルを買うようであるとか、コモディティ資産が今が売りであるとか買いであるとか、そういった非常に、専門的ではあるんだけれども、そのことを専門としている人たちにとっては良いけれど、多くの人たちにとっては、実は生活リズムを崩してしまうような、ものすごくリスクの高いことを進めてしまうような、そういったものも情報としてはあるんですね。で、私自身としてはそれは専門的にやっている人や、もしくはもうそういったことを、職業としているような人たちにとってみは言ったらいいんだけれど、普段は会社員として働きに出ていますよであるとか、もしくは現在はもうすでに年金生活ですよという人が、もう日々の株価の変動や為替相場の変動、さらには、小麦であるとか金であるとか銀であるとか、様々なものについての変動をものすごく注意深く見なければならない生活っていうのは、ちょっと精神的に厳しいだろうなと思います。そこまではっきり言って、人生の全てをお金にかけるべきではないと私は思っている方なので、なるべくだったら、そういった緩やかな時間帯で付き合える金融知識っていうのを入れるのが、一番じゃないかなと思いますね。吉田二郎さん、ダンさんは自分には合わないけど人気はありますね。そうですね。ダンさんの場合だと完全にデイリー、本当に日々の情報っていうのを、追っていく人にとってはいいチャンネルなんですけど、それをやってしまうと、例えば会社員の場合だと、自分の働いている間の変動とかにもものすごく気を取られるようになるので、ちょっと生活リズムを崩すんじゃないかなと思いますね。招き猫さん、パチンコみたい。一人儲かる人の後ろに100人ぐらい吸ってる人がいる。そういうことはありますよね。以前私の生放送の中で、パチンコ屋で、働いていた時期がありますよっていう話をしてましたけども、実際ですね、あれは本当にですね、不思議なんですけれども、例えば、時たま10儲かる時があるとするじゃないですか。たまたま当たってるのか、それとも実力なのかっていうのはわからないですよ。でも、確かに当たってる時があるわけです。それこそパチンコ玉が、一つの箱に、入れて満杯になりました。どん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 と積み上げていって、もう今日はものすごい勝ったよみたいな感じのお客さんがいるとすると。でもそこで働いていると分かるのは、その人がですね、別の日はもうどんどんお金を突っ込んで、でもずーっとパチンコ台の前にもう朝から晩までずーっといるんだけど、ずーっと全く出ないと。たまに出るんですよ。1箱分出るとか、2箱分出るとか。で、その1箱、2箱出たんじゃ満足できないんで、さあ、それもまた打ち続けると。すると、それが全部飲まれていって、なくなって、またチッとか下打ちしながら、また次の玉を買ってみたいなことを延々と繰り返している。そういった日々っていうのがあるわけです。で、それがまた1週間とかに1回また、やったーみたいな形で箱が積み上がってると、でもトータルで見たらこの人負けてるよねっていうのが店員側の見方なわけです。で、実際お店としてもそんなもので、延々と勝ち続ける人なんて基本的にはいないっていう前提にはなってるわけです。パチプロと呼ばれるような人の場合だとそうでもないかもしれませんが、少なくとも店舗経営というレベルにおいては常にお店の側の方が儲かるようなシステムになっているわけです。で、こういったものについては基本的には関わらないのが一番だし、関わるんだったら本当に遊び金の部分で終わらせないとダメって思ってます。例えば宝くじっていうものがあります。日本だと宝くじっていうのは、取り分としては、
購入者に対する還元はものすごく低いことで有名です。一方で、みずほ銀行であるか、そういった胴元の取り分というのは非常に大きいことでも知られています。でもですね。でも宝くじを買う人っていうのはいるわけです。で、その時に本気になって買うのは私は危険だと思っています。例えば、よし、今年は何億円の宝くじが出たんだな。よし、今年は奮発して100万円分宝くじを買おうみたいな人がいると、ちょっと待ってねと。例えば、ここでは100万円としましたが、1人10万円、もしくは1人1万円ずつ出し合ってグループ買いしようとかいう人たちもいるわけですけれども、基本的にはやらない方がいいよねと。大きなお金を出すんだったら。私だったら、それこそ、10枚3000円で、早めに買って、で、その後、抽選日が来るじゃないですか。その間ですね、もう、1ヶ月ぐらいもうずーっと、もしも1等が当たったらどんなことをしようかなっていう空想をするっていう、こちらの方がはるかに楽しみがあるわけ。実際に当たらんだろうと思いつつも3000円ぐらいだったら全然痛くないし、そして3000円で夢を見て楽しむ、空想を楽しむっていう意味では、非常に面白い楽しみっていう意味では、全然ありですねと。なので、そんぐらいの感覚で見た方がいいんですよね、お金っていうのは。で、インデックス投資について言っても、そのような形で、非常に短い期間でリスクをっていうのになると、難しくなるので、時間を長く取ることによって、みんな難しくない形で、資産を増やしていきましょうねっていうことができるわけですね。そういうふうにしてある程度の付き合い方っていうのを大事にしていかないとねっていうところですよね。というわけで、リベラル大学については、いずれは何かの形でご紹介したいなとは思っております。ただこれは、メインのチャンネルで紹介することはないと思いますけどね。ただお金のことを考えてあったら、一番最初に登録すべきなのは、リベラルアーツ大学だと私は思いますよというところですね。ポチッと。総運協さん、グループ買いは当たると危険。そうですね。当たったら大抵はお金のことで揉めるという話ですよね。雨の中の熊さん、職場全体買いで3000円ぐらい返ってきたことがある。3000円。そういうことがあるでしょうね。招き猫さん、上川さん、普通の人だった。はい、そうなんです。普通の人でございます。私自身はこんな見た目はしてますけれども、人生経験的に言うともう普通のもうどこにでもいるような人間ですよ。もう普通にアルバイトして工場で働いて、会社員で働いてみたいなことをやってるような人間ですからね。別にどこか特殊な、人間ではありませんね。雨の中の熊さん、パチプロって確定申告するのっていうことなんですけど、多分してないと思いますよ。あの人たちは。何しろお金をもらうときに、いくらもらったかっていうのを別に申告はしないでしょうからね。なんとなく、そういううやむやのままに過ごしている人たちだと思いますね。ポチッと。よいしょ。というわけで、次は何の話題にしようかな。というわけで、中国の話題から LINE に飛んで、あと新型コロナの話題があったかな。これは誰だったか。ゴンベさんですね。ゴンベさんの書き込みご紹介します。もうじき緊急事態宣言解除されますが、実際タイミング的に上川様は早いと思いますか？それとも遅いと思いますか？ということで、新型コロナについての話題を、ゴンベさんの書き込みからスタートしていこうと思います。まず関連の話題なんですけど、日本のワクチンどうなってるのっていうところで少し、ご紹介。第一三共ワクチン治験開始ということで、日本メーカーも取り組んでいることは取り組んでおります。ただしですね、日本メーカーのワクチン開発というのは非常に今難航しています。というのも、一つの原因として考えられているのが、日本の新型コロナの感染者数がですね、これを聞くとって思うかもしれないですけど、少ないっていうのが問題なんです。
新型コロナウイルスが蔓延している状況だったら効くか効かないかっていうのをある程度分かりやすいわけです。でもかかっている人が少ない状況だと、さあ治験で、たくさんの人が打ってもっていうことをやっても、周りに誰も感染している人がいないんだったら、これワクチン効いてるか効いてないかなんか分かるわけないよねっていう問題が発生しちゃうんですよね。というわけで、今日本の新型コロナウイルスに対するワクチンなんですけど、もう治験の方でうまくいくか、治験ができるかどうかっていうところで結構、難航しているそうですね。なのでこのあたりですね、ちょっと厳しいかもしれないんですけど、海外で大規模な治験を行って、そのデータを元にして日本ではちょっと少数の人数でいいから進めていくっていうことをちょっと認めてもらわないと、日本でのワクチンがね、実用化されないんじゃないかっていう、ちょっとこれ日本政府なんとか便宜図ってくださいよって思いますね。一応アメリカやイギリスのメーカーのワクチンっていうのも日本では治験を行ったんです。治験を行ったんですけど、それは全米とか全英とか、そういったところでまず大規模な治験は3万人とかでやって、日本で行うときは数百人レベルでやってなんとかっていう形になってるんですよね。で、その方式でいいんじゃないかなと思いますね。例えば日本メーカーにブラジルの方でまず治験3万人やって、そのデータを元にして、日本にやってきた時の最終治験は150人でやりましたみたいなものを認めてもらわないとなかなかできないんじゃないかなと思いますね。で、ちゃんと認可しないと海外製 100% でずっと引き続きになってしまう可能性あるんですよね。これをね、なんとか日本頑張ってほしいなっていうところですね。メーカーは頑張ってるんですよ。政府が便宜を図ってくださいっていうふうに思いますね。さて、ゴンベイさんの話題はそこではなくて、緊急事態宣言のお話なんですけれども、まず、検査件数については非常に高い水準で維持できてるんですけれども、現在の重症者数なんですけど、基本的に減り続けておりまして、全体としては良い傾向ですよと。ただし、感染の確認数については少しずつじわじわと上がってるんで、これをもとにして野党はこんなタイミングで、緊急事態宣言解除なんておかしいじゃないかというようなことを言ってるわけですけれども、実はこれ確かにそういった指摘もできるわけなんですけど、一番重要なのは新型コロナの感染者が出るっていうんだったら、それに合わせて、受け入れ体制の方を強化してくれよって私は思いますね。例えばですね、こちら新型コロナウイルスの病床使用率の、表示なんですけど、これも何年じゃない、去年からずっと見てるわけなんですけれども、全く新型コロナの病床を用意したんだけど使われていないっていうところもたくさんあります。これで言うと鳥取県は653床のうち0、島根も351の0、宮崎県524の0、あるんだけど、長崎808のうち1、山口県は1309のうち18みたいな形でですね、スッカスカのところも非常にたくさんあるわけですね。で、このことを考えたときに何を行政がしなければならないかっていうと、空いてるところに搬送するっていうことを、いわゆる広域連携としてできるように法律的な支援とお金の支援っていうのをしなくちゃダメでしょうと。東京でなんか病床がちょっと逼迫してるねって言ってるそばで、ベッドあるんだけど一人も使ってませんよっていうところはあちこちありますよというの、この是正ですよね。あっちで大変だったらこっち全然使ってないんだ、そうやったらそこをちゃんと県や都道府県の国境とか、国境じゃないや、県境であるとかそういったもの、枠組みをまたいでみんなで負担すれば全体の負担も下がるでしょ。一部だけに偏ってじゃダメでしょっていうこの議論にお金をつけるべきだと思いますね。で、そうすることができれば、もっともっと一つ一つの病院に対する負担が減るんで、問題は小さくなると思うんですよ。
新型コロナウイルスの、蔓延しているアメリカやイギリスだと、1日何万人とかかっている人たちがいて、それに比べると日本は数百人レベルで救急してますよなんていうのは結局、受け入れ側の体制っていうのの整備が進んでいませんよっていうことなので、これを整備するためにできないものをできるようにする法改正っていう、この順番っていうのが今の国会に求められている本当のことだと思います。だから国家予算として、こんなに用意しましたってなっても、その予算何に使ってるのっていうところがおかしければ、まだ問題は続いてしまうというところですよね。だから東京の方でたくさんいるっていうのは分かったんだから、だからそれを、いろんな地方のところと調整しながら、みんなで負担していきましょうねっていう方向に行かない限り、今のこの感染者数海外に比べるとはるかに2桁ぐらい少ないにもかかわらず、なんだかここで緊急事態宣言がうんぬんかんぬんみたいなことになってるわけですね。これは本当に、政府の怠慢だと私は思います。お金を用意したんだったらそのお金の使い方がうまくない。そのために起こっている問題っていうのがいろいろあると思います。その中の一つがですね、これ非常に記事を読んでいてきついなと思うのが、ご紹介しましょう。11年ぶりの増加。新型コロナで10代と20代の自殺が急増している。もうこのタイトル読むだけで、きついなと思うんですけれど、でも実際に起きていることで、新型コロナウイルスの蔓延に対する対策として様々な業種が引き締めっていうものにあってます。飲食業なんかが一番で、その次に宿泊業、観光業とかが来てるわけなんですけれども、飲食業なんかは特にですね、アルバイト先のその一番の場所でもあるんですよね。そういった意味で言うと、例えば大学通いながらアルバイトしてますみたいな人たちっていうのが、ちょっとした時間の、夜の時間に、飲食店の店員さんをやってるっていうことは、今までだと別に普通にあったわけです。ところがですね、そういったお店については、じゃあ閉めなさいっていうのがかなり強烈に言われていて、しかもそれが首都圏のような非常に、受け入れる側も大きかったし、そこに働く人も多かったっていう、この連鎖っていうのを完全に断ち切ってしまったわけですね。で、それによってですね、状況としては非常に悪くなったのが若い人たちなわけです。高齢者の人たちじゃないのって思われるかもしれないんですけど、高齢者の人たちっていうのは基本的に大きなその収入の部分で言うと、例えば年金がこれでなくなったかっていうとなくなってはないんですよね。年金世代の人たちは別に新型コロナがあろうがなかろうが年金収入はあるわけです。国民年金、厚生年金、共済、船員年金とかいろいろあるわけでしょうけども、そういったものについて、じゃあ新型コロナが来たから年金ゼロになりましたとかそういったことは絶対ないわけです。一方で若い人たちの場合だと、いやそもそも今の時期だとアルバイト全部お断りですよ。なんだったらお店が閉まりました。なんだったら人員整理が始まりましたっていう形で、なんだかんだ言って締め出される人が多いと。で、締め出される時において、一番厳しくなるのが、ここでは若い人たちに一番来てると。中高年の人たちが切られるか切られないかっていう問題はあると思うんですけど、そもそも働く場として門前払いを受けるっていうのが若い人たちにしわ寄せが寄っているところですよね。大学生なんかだと未だにリモート授業継続っていうような形で誰とも会ってませんよみたいなのが未だに言われるところがあるみたいですからね。何やってんだよっていうところですよね。そういった意味で言うと、緊急事態宣言っていうのを私は、そもそも論として受け入れ側の体制強化をしていれば、こんなことにならなかったのにっていう思う方なので、大前提としては受け入れ側の強化することにお金をちゃんと使えてなかったっていう反省を今の政府はしてもらいたいし、それができていればもっと早い段階で解除できたんじゃないかなと思ってますね。いわゆるもう後から状況に合わせてっていうことになってるんですけど、それは全然間に合ってない状況で春になっちゃいましたね。で、その春になったっていうのを思って、もうこれ限界だな、もう効かないな、緊急事態宣言出してるんだけど、みんな外に出ちゃうよな、もう役に立たないから解除しましょうねっていうのは、なんていうか、もうダメじゃんって思わず言いたくなるような状況ですよね。それで、この記事の中ではですね、
まず全体の自殺者数の推移っていうのは2003年が3万人レベルでしたよっていうところから徐々に減ってきましたよっていうのがあります。で、この背景にあるのがなんだかんだ言って日本の、失業率の低下に伴ってみんな働くようになって、それに伴ってですね、あんまり自殺のことを考える余裕のある人っていうのは変ですけれども、時間が延々余りまくっていると、やっぱり人ってのは悪い方向に向かいやすいもので、この失業率の低下に伴って自殺率も徐々に減っていくっていう、現象なんかが起こっていたわけですね。それに比べると、もちろん働きすぎによる、うつ病なんかもあるわけですけど、ただ全体としてみれば自殺者数は減る傾向にありましたよっていうのが、ここに来てガツッと上がってきてますよっていうのが数字として出てきています。リーマンショック直後の2009年以来の増加ということで、今日本っていうのはこの新型コロナの影響によって、新型コロナじゃないのに命を失ってしまう人っていうのが若い人に出てしまうっていう、こういった現象が起きているわけです。なんでね、政府としても使うところをもうちょっと考えてもらわないと若者たちがどんどんと追い込まれてしまいますよっていうところをもうちょっとケアしてほしいですよね。ポチッと。本当ね、この病床使用率を見ると、何千っていう病床が用意されて、もうすっかすかなところっていうのがあるわけですよね。これを是正するためにお金の手当てをするっていうことが、非常に重要じゃないかなと思いますね。本当ね、東京都の中から出さないっていうような形じゃなくて、東京都から、この患者さんについては今のうちにとかね、もしくは、ある程度治ってきた段階でも、そんなに処置は必要ない。でも、新型コロナウイルスのまだ、検査をすると陽性反応が出るから、亡くなるまではっていうような、いわゆるもう治りかけの軽症の人なんかを、地方の病院で、じゃあ残りの期間少しこちらの方でお過ごしくださいみたいなところを移送させる。その費用とか、その滞在費用とか、そういったものを税金である程度面倒を見れば、全然いけるんじゃないかなと私なんかは思ってしまいますね。この島根と鳥取の00っていうのはですね、非常に厳しい話なんですけど、観光がですね、ものすごく封じられていたわけです。例えば、出雲大社詣しようねとかいう話もですね、この新型コロナウイルスの時期っていうのは旅行そもそもするなっていう厳しい声があったじゃないですか。すると、出雲大社に行くのもあんまりなっていう話もあったりして、鳥取砂丘もガラガラだなとかね、そういったこともあって人がいないと。それこそ、県の外から来る人がもう激減してる状態なので、もともと患者がいないところに周りからもあまり人が来ないもんだから、そもそも新型コロナの感染者がやってこないっていう状況で、なので感染が広がらない。広がったとしても、数人で終わるので、その人の周りの人を全部調べればあっという間に完結っていうことになっちゃうんですよね。で、こういったところにですね、ちゃんと、感染防止対策をした上で治りかけの人とかを移送してもらって、じゃあちょっと完全になくなるのまではこういったガラガラのところでお過ごしくださいみたいなものを、国家単位でお金と、人を配置して是正することができるんじゃないかなと思いますね。といったわけで新型コロナの問題でございました。さて、次何にしようかな。ここからはそろそろコミュニティから離れようかどうしようかっていうところですね。思いつつも。よいしょ、よいしょ、よいしょ。他にはですね、HT さんの書き込み行きましょうか。国会議員の不逮捕特権はおかしいと感じます。立憲八強議員の非常識な言動は許し難いと感じています。また、議員たちの国籍歴が公表されるべきだと思っています。日本国会には明らかに反日国のスパイがいます。なんとかしなければなりません。議員を目指す上川さんの見解を知りたいです。というわけで AGT さんの書き込みでありがとうございます。国会議員の不逮捕特権なんですけれども、基本的にはですね、この権利自体はわからんでもないけれども、っていうところですよね。
でもやってることがおかしいんだったらちゃんと逮捕してねっていうところはもうものすごく当たり前にあることなので、ここ日本人のそれこそ国民投票の議題なんかに私はしたいなと思いますよね。国民としてはこれおかしいよねっていうのを気持ちを代弁する形で警察には逮捕してほしいってことは実際あるわけです。なんとなくいやいやもうそんなこと言われてもっていうような形でもう粘って病院に入ってそうやって国会にも出てこないし説明責任も一切果たさないし、そして裁判でも今係争中だから辞める気なんか絶対ないですよみたいな感じで居座られてしまうのはもう勘弁してねって思いますよね。なのでもちろん何か追い落とす目的で、罪をでっち上げるような形での逮捕っていうのは絶対いけないんですけれども、そういうのが、よくよく審査した上でっていう仕組みさえ用意してもらえれば、不逮捕特権それ自体をなくす方向で行ってほしいなと思いますよね。もう不逮捕特権があるんだからもうまだまだ全然この議員生活やめられないぜみたいなそういうなんていうか勘違いはしてほしくないですよね。で、国籍については私は普通にもう基本情報として出すべきだと思います。これはもう全公開すべきだと思います。だって、それこそ国会議員に立候補するっていう時には、それこそ学歴とか、会社の方は出ないとは思いますけど、少なくとも学歴ぐらいは出てくるじゃないですか。そのぐらいと同じレベルで、この人の国籍に何か変化があったんだったら、その変化も含めて全部、書くべきだと思いますね。この人は元中国の国籍でしたけど、日本に、帰化して、その後、これが何年の出来事で、その以後は日本国籍でしたよであるとか、この人は生まれた時は二重国籍で、日本とアメリカの国籍を持っていましたが、成人するに伴って、日本国籍に、決めましたよとか、そういった国籍の変化については、基礎情報として私は、選挙の段階からもうちゃんと書くべきだと思いますね。で、これに反対する理由っていうのは基本的にないと思いますね、私は。その人がどんな出自だったのかっていうところから、みんなで、基礎情報として見ることができれば、この人、もともとはアメリカの国籍と思ってて、だけど、結局アメリカ国籍じゃなくて日本国籍を選んだんだとか、そういうのを分かった上で投票するのか、それとも、なんだかこの人ずっと、なんかアメリカの人とのハーフらしいけど、国籍どうなってるかわからないけど、立候補してるんだから日本国籍だろう、みたいな、そんな形での、だろうっていうようなものじゃなくて、ちゃんと、これは選挙に出る段階で基礎情報として、この人はこの国籍からこの国籍に移りましたよ、帰化したんですよっていうところまでも分かった上で投票するかしないかは国民に決めさせてくれって思いますよね。このあたりはもう、基礎情報にすべきだと思いますね。そんなに難しい話じゃないでしょって私は思いますね。プライバシー問題とか言われる方はおられるんですけど、それをプライバシーとして隠すの方が、これはそれこそ知る権利の妨害みたいな話につながるんじゃないかなと思いますね。このあたり法律の議論になると、途端に話がうやむやになってしまうんですけど、多くの国民にとっては、それは選挙をする、投票する相手としての、知るべき情報の一つだと思いますよね。さて、AGT さんもう一個書き込みありましたな。これはさっきの話とちょっとつながる部分の、ね。最近日本の政治家のウィキ見ていますが、帰化人がまるで日本人、聖火のように書かれています。問題でしょう。いくら書き込み自由でもひどいと感じています。というわけで、これは先ほどのあった国籍の話にもあるんですけれども、結局ですね、情報を隠すと何が起こるかっていうと、隠していること自体から発生するいらぬ差別問題っていうのが発生してしまって、いや、この人、帰化人じゃないのみたいな、言い方をするっていうところもね、そもそもそういったものをちゃんとした公開情報として出すところからスタートしていればよかったものを、結局隠してしまうことによって、いやいや、この人はね、みたいなところで、余計な話になっちゃうんですよね。隠さない方がいいんだっていうふうに私は思いますね。さて、総文教さんの書き込みに行きましょうかね。
話題というか笑いの千葉県知事選挙について、おもちパンダさん、それご意見伺いたいですね。ということで、千葉県の知事選挙について、取り上げたねっていう話なんです。これはですね、2日前に書き込みされたものなんですけれども、千葉県の知事選挙にですね、話題になっていたのが、この週末っていうか、昨日ぐらいだったんですけど、なんで話題になっていたかっていうと、全国的なレベルで言うと別に気にする必要はないんですけれども、いわゆる関東ローカルで言うと、ちょっと話題になってますよっていうところで。ただこの流れっていうのが全国的に波及する可能性もあるので、見ておいた方がいいというですね。さて、ちょっと記事をご紹介します。千葉県知事選、泡沫候補 YouTuber の川山陽。政見放送で荒稼ぎ？3月21日投開票の千葉県知事選。話題になったのは泡沫候補のはしゃぎようだった。中でも千葉県全体を夢と魔法の国にする党代表の河合祐介氏はピエロのメイクを施し、街頭演説ではダンスを踊って字幕を引いた。本人は投開票前にこう語った。今が人生で一番楽しい。永遠にこの時が続けば良いのに。選挙戦はまさに夢のような時間です。京大卒で現在は YouTuber としても活動する河合氏は出馬の目的を知名度を高めるためと公言し、県知事選出馬は今後の政治活動への顔見せと意味合いもあるという。昨今、河合氏をはじめとした YouTuber にとって選挙が金稼ぎの場としている候補がいることも否めない。300万円の供託金を支払った候補者たちに与えられるのは NHK や地元 TV 局で流れる政見放送5分の枠だ。その映像を自身の YouTube チャンネルで流せば再生回数に応じて広告収入が入るため、泡沫候補者は政見放送でいかに目立つか躍起になる。SNS を通じて寄付を募るのも資金調達の手段となっている。千葉県知事選に立候補した後藤輝樹氏は2020年の東京都知事選の政見放送で正規名を連呼し、貧縮と一部の熱狂的な支持を集めた。都知事選前は2万人前後だったチャンネル登録者は 10.9 万人に達し、都知事選の政見放送の再生数は400万回超。供託金以上に稼いだのではないかと問うと、後藤氏はこう答えた。広告収入が増えたとか、供託金がペイできたとかいたずらに口にすると、それを目当てに立候補される方が増えてしまいます。僕はそういうよこしまな気持ちで出馬したわけじゃない。ただ、政見放送などを通して共感したり、応援したいと思っていただけたら、お金は集まったりするのかなとは思います。本物の為政者か、道化師か、それを見分けられないほど有権者はバカではないだろう。といったわけで、千葉県のこの地方選挙なわけですけれども、この地方選挙に場においても、やっぱり有権者数の多さっていうのはやっぱりこの首都圏ならではの多さなんですよね。これは例えばですね、私が長年住んでいた鳥取県の場合だと人口50万人程度しかいないわけです。なので、鳥取県の中でいくら話題になったとして、例えば YouTube で動画を上げたとしても、ほぼほぼ再生回数なんて1万回もいかないでしょう。数千回のレベルです。ところがですね、首都圏で話題になると視聴者数っていうのはもう2桁っていうぐらい上がるわけです。よし、再生回数が何百万回ですよってなれば、それに伴ってこの供託金っていうのをある程度ペイすることができるなんていうことが起こってしまうわけです。だからこの記事の中でも言われているように、とにかく目立てば勝ちだみたいなことが一つお金の面で成り立ってしまうことがあるわけです。これが全国的に広がるかというと、そうではないとは思いますが、少なくとも同じぐらい人口が多い。同じぐらいというのはちょっと語弊がありますけれども、話題性を取るっていう意味では、このような動きというのが別に大阪であったり、他の愛知県であったり、札幌であったり、仙台であったり、福岡であったり、様々な人口の多めのところで同じようなことが起こるかもしれません。ただこういったことっていうのは、どうやってもですね、何をしても基本的には抜け穴っていうのがどうしても存在します。例えば供託金をものすごく上げればこういったことはやりにくくはなるんですけれども、それでもやろうとする人は必ず出てくると思います。
中にはお金っていうのが本当に腐るほど持っている人たちっていうのはたくさんいるので、そういった人たちが捨てる気持ちでやることもあるでしょうし、またそういった意味ではお金をクラウドファンディングなどでもうみんなから少しずつ集めることでそういったことを実現してしまう人たちもきっと現れることでしょう。そういった意味ではこの供託金を上げるか下げるかっていうところでは実際にはなかなか難しいものです。なので本当だったらですね、この報道機関の方からちょっとこれあんまり取り上げるの良くないよなっていうことでですね、この記事の取り扱いそのものを小さくしてほしいなとは思うんですよ。でもそれをやると今度は意見を報道機関が統制するのかっていう問題に突き当たってしまうわけです。この記事の中にもありましたが、もう都知事選挙の時において正規名をもう連呼するようなことがあったとしても、その人の扱いっていうのはそれこそ泡沫候補だなっていうことで扱う小さくすることはできたとしても、それを一切流さないであるとか存在しないかのように扱うこと、それ自体はできないわけです。主だった人たちが集まる討論会に呼ぶか呼ばないかで言ったら、呼ばない方がいいわけなんですけども、そういった大きな場における、例えば新聞社主催ですよであるとか、どこどこの政治団体主催ですよといったところに呼ばないことはできたとしても、その人の存在そのものは消せないわけです。このあたりはですね、残念ながら日本のこのお花畑、なんていうか民主主義のちょっと悪い面が今出てきているなっていうふうには思いますよね。というのもですね、基本的に民主主義社会っていうのは永遠に続くものではありません。例えば、集具政治と呼ばれるような国民みんながもう腐りきってしまうようなことになってしまったときに、民主主義は崩壊すると言われています。これは人類の歴史の中においてもそうなのですが、基本的にみんなの意見を取り入れましょうねっていうのが、行き着く先っていうのは、みんながみんな自分の権利を主張して、結局は物事が何にも決まらなくなりますよっていうことが発生してしまいます。で、みんながみんな話し合ってももう全然うまく進まないよってなった時も、外敵が存在しない状況であれば、なんとかやってこれるもんなんですよ。しかし、多くの場合はですね、その国においてみんながもう話し合いでも何にもの物語が決まらないっていうことになってしまうと、大抵は内側で自滅するか、外敵の圧力を受けた時に崩壊してしまうものです。その時に求められるものが何かっていうと、強力なリーダーシップです。みんなが話し合うことによって物事が進まないんだったら、もういっそのことカリスマ的な指導者にも全部任せてしまって、この悪い状況っていうものを一掃してもらおう。もう確信してもらおうっていうふうに国民が熱望するわけです。そうすることによって何が生まれるかっていうと、結局のところ、本来であればみんなが拒否することによって生まれたはずの民主主義を捨てて、その後の独裁政治みたいなものに寄りかかってしまう危険性があるわけです。今の日本っていうのは基本的にはそういった意味では民主主義がだんだんと崩壊するその過程にあるかもしれない。いわゆる方向性としてはです。決して今が何か独裁政治に向かっているわけではないんだけれども、集具政治が極まることによってそうした独裁者の芽が生まれてしまうかもしれないっていうのは、こういった一つ地方選挙のレベルにおいてではありますけれども、少なくともこのようなものすごく自分は道化師ですよって公言する人に、何万票という票が集まってしまうという現象から少しずつこういったものがエスカレートするその段階にもしかしたらあるのかもしれないっていう、そんなことも少し思いました。ポチッとな。ポチッと。さて、それではみんなのお耳見ていきましょうかね。ZBV さん、独裁とリーダーシップは紙一重。そうですね。リーダーシップがあるっていうのは結局のところ、ある個人であるとか、ある特定の集団に対する依存度が高めてしまうことなので、それがうまくいっているんだったら、素早い判断で素早い実行ができることによってみんなが満足するわけなんですけど、それを判断を誤ってしまう、もしくはそういった権力を得ること、それ自体が目的になっているような人たちが独裁してしまうと、大抵のことに後から考えるととんでもないことだったねっていう悲劇を生み出してしまうわけですよね。怖い話ですけれど。でもそういった可能性っていうのを秘めている話題っていうのがあると思いますね。柴犬かわいいさん。高橋洋一先生が言うには、衆議院選挙では毎回約3000万円の選挙資金が必要らしいねということですけど、そのぐらいはかかると言われてますね。それこそ、
まあ、なんていうかな、3000万円で済まないパターンで、まあ、1億円ぐらいかかってるような人たちっていうのも結構いると言われてますからね。だから供託金数百万円っていうレベルをはるかに超えて、そこから先の、まあ、ポスター貼りだけでもとんでもないことになりますし、選挙にはなんだかんだ言ってとんでもなくお金がかかるよねっていうのはありますよね。ともさん。物事を決められる体制の限界は議員200名程度と言われています。カエサルはどんどん議員を増やす法律を作って議会を機能不全にさせて訂正への足がかりを作りましたというふうに書かれているわけですが、まさにその通りで、どこかに限界はあるんですよね。みんなの意見を取り入れましょうねっていうのは、まあなんていうか正義論に立つとまあわかるよっていう話にはなるわけですよ。でもみんなの意見を取り入れましょうねっていうのが行き過ぎてしまうと、もう何にもかんにも話がまとまらないよっていうことになってしまって、結局さっき言ったような強いリーダーシップのある人物が出てきて、その人にもう任せたいっていう、いわゆるみんなからのちょっとね、暴走にちょっと拍車をかけてしまうところですよね。まあ何にしてもですね、今の国会議員は多いというか多すぎですよね。人数的に言うと。私自身の考え方としては今の、国会議員のレベルで言うと、議員さんについてはまあ 50% オフぐらいにして、で、そこで浮いた経費をもとにして、政策指標を多めに雇っていいですよっていう形で、まあそれぞれのなんていうかな、一人一人の国会議員がちゃんと政策集団、まあ小さな単位ではありますけど、政策集団として成り立つぐらいのことをちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。今みたいにですね、参議院、衆議院どちらもそうなんですけれども、それぞれの政党にとってのイエス投票をするためだけに国会議員になってますよみたいな人たちっていうのがいても、私はあんま意味ないんじゃないかなと思っていて、そんな人たちのために高い、給料を出すっていうのは全く無駄じゃないかなと思っています。なので、まあ議員についてもバッサリ 50% オフで、浮いたお金の分だけ政策費用に回して、それぞれの少ない議員に対してちゃんとそれを支える政治集団っていうのを作る、そういった方向に今の日本は向かうべきじゃないかなと思いますね。物事を素早く決めるためには一員制にした方がいいっていうのも、まあこれも結構私はありだとは思います。で、その方法っていうのも完全に参議院それ自体を全廃するっていう方法もあれば、例えばですね、もう参議院の方はまあ都道府県一人ずつみたいな形でもう非常に限定した人数にしてしまうとかですね、もう本当に形骸化させてしまうみたいな、まあそういうパターンもありますし、まあ今の衆議院でしっかりとやってもらって、参議院は本当にチェック機能だけみたいないう形にするのはありだし、もう参議院自体をなくすっていうのもありだと思います。どっちみち言えるのは今のままでいいとは思えないっていうことですよね。どう変えるかっていうところで議論しましょうねっていう、今その段階にあると思いますね。このままだとダメだっていうことは多くの人たちが納得するので、その後のじゃあどう変えるかっていう部分で議論する、まあその段階に今はあると思いますね。まあ今までこれでやってきたんだからこれでいいじゃないかっていう意見に対しては私はもう全然反対で、このままでいいと思ってること自体がもう時代的には合ってないですよと。もうこれからはどんどん変えなきゃいけない。そして変えることをやってる間に年月が過ぎ去ってしまって、どんどんと、やらないといけないことがやれてないっていう状況だけが積もってしまいますよっていうふうには思いますね。というわけで、千葉県の知事選っていうのは、まあものすごく個性的な人たちっていうのが出てきたわけなんですけど、まあ決してこれがなんか未来に明るい希望の出る話題ではなくて、どっちかっていうと今、この民主主義、日本の民主主義っていうのの悪い面がちょっと育っている一つの、なんていうかな、現象の始まりなのかなとかな、そういったところをちょっと感じますよね。そういった意味ではですね、ちょっと気になるニュースご紹介しましょう。
こちら、自民党の二階さんについての記事でございます。自民党員獲得ベスト10発表。トップは二階幹事長。こちらのですね、ニュース記事を読んだときに、っていうふうに私は思いました。まあ皆さんがどう思うか、まあそれぞれ感想は人それぞれ違うと思うんですけども、自民党っていうのは、まあ政党活動費をもらっている一方において、それぞれ、自民党員っていう形で、党員の人からの会費って言えばいいのかな、党費って言えばいいのかな、まあお金を納めてもらって、それも、自分たちの活動資金に充てています。で、お金を出すんですから、やっぱりある程度納得した上で出さないと、ちょっとねって思うんですけれども、そういった意味では誰が党員を新しく開拓しているかっていう話になって、党員獲得ベスト10っていうのが、党大会の時に発表されたんですけれども、って思ったのがこの順位ですね。トップがですね、二階幹事長、和歌山3区ということで、で、2位以下には、堀内、衆議院議員、森山国対委員長、その他、その下に、茂木外相、野田元自治省みたいな形で、まあ、お名前がババーっと並んでくるというところですよね。どんな手を使ったら党員を開拓できるのかって考えたときに、二階さんにそんな力あるんだっていうところを結構思いますよね。まあそれだけ彼を支える組織っていうのが盤石に強いのかっていう風にも思うんですけど、それこそ私のチャンネルの動画では二階さんのことを褒めたことなんて多分一度もないと思うんですけど、でもこの人のたとえ組織であったとしても、その組織の説得に応じてお金を出す人たちっていうのがいっぱいいるんだなっていうのは、私にとってはちょっとって思う、ちょっと悲鳴に似たような、感想を持ってしまいました。まあそれこそ企業の付き合いみたいな形で、なんとか会員を出してくださいよっていうのを言われるかもしれませんが、それを受ける会社もあるのかなって思うと、そっちの方が問題だろうっていうふうに思いますよね。お金があるっていうのは結局それだけ彼らの活動を支えることになるので、こんなのね、ちょっとね、恐ろしいニュースだと思いますね。まあニュースとしては小さいところですけど、結局お金の力っていうのがその後の政治力にもつながるわけですからね。結局自分たちの会派っていうのを広げるためには、そういった選挙資金、それこそ今回の動画の中でも1回の選挙で数千万円が必要ですよっていう話もあって、そのお金どっから出てくるのっていうところが問題ですからね。お金を断つことができれば、こういった活動についても弱体化することができるけれども、お金がずっと入ってきてるんだったら、そのお金を使って選挙が各地で展開されて、自分の会派の国会議員を増やすことができるし、ちょっと他で揉め事があったような国会議員に対しても、いやいや、二階派だったら受け入れるよ、みたいな形で、元民主党の議員みたいな人が、まあ普通に入ってきますよっていうところですよね。で、それによって国会議員の数が増えれば、結局会派としても大きくなって、二階さんの声聞かないといけないな、みたいな悪い循環がスタートしてしまうっていうところは、まあ結構嫌なニュースの話でございました。まあ少なくともですね、和歌山県の方々はぜひとも考え直していただいてですね、自民党の会費を入れるということは結局二階さんの力になってしまうよっていうところで、なんとか、お断りをお願いいたしますっていうところですね。ポチッとなる。で、あと最後の方一応、まあ関係ないっていう話ですけど、まあ韓国で今少しずつレイムダック現象が進んでいますよっていうところでムンジェイン大統領のニュース一応用意しましたが、まあそのことは飛ばして、日本に対する不買運動っていうのがまあずっと続いてきたよっていうふうには言われてきたわけですけども、いよいよそれも終わりに差し掛かってきているようでして、日本に行きたいなっていう韓国の方が増えてますよっていうニュースも出てきております。こちら、ヤフーニュースなんですけど、元のところは韓国の報道機関中央日報の記事です。ノージャパンも終わり、韓国人 51% 日本に行きたいなんていうのが出てですね、勘弁してよっていうふうに思うんですけども、この新型コロナウイルスの問題で一つ良かったのは、韓国の方たちに一度締めることができたわけです。まあ全部ではないですよ。全部ではないですけど、一般の人たち、いわゆる全体としては占めることができているので、私はこの時期にですね、以前も言ったんですけれども、ノービザ渡航、韓国に対する優遇っていうのをやめるべきだっていうふうに思ってます。
ちゃんと日本に来るんだったら審査しますよ。その審査手数料は10万円ぐらいがいいでしょうっていうふうに私は言ってます。そのぐらいしないと結局安易に来る人たちがものすごく多くて、そのことが結局日本のものすごく内部治安を悪くしてしまったりもするし、彼らのインフラただ乗りみたいなところもあるし、土地、そして施設、企業買収、様々なところで韓国のお金というのが入ってきてしまう原動力になってしまうと。なので、今のように交流っていうのをある程度断つことができたこの状況だからこそノービザ優遇っていうのをやめて、韓国から安易に来る人たちっていうのをもう完全に排除することが日本にとってはいいことだと私は思っております。そういった意味では韓国側の方から、いや、もうそろそろ日本行きたいなっていう意見が出てるのを見て私は結構ゾッとしましたね。あの人たちもう辞める気になったのみたいな。もう勘弁してねっていうところで思っております。よいしょ。このぐらいでしょうかな、今回の話は。中川健さんの書き込みご紹介しましょう。今、脱炭素志向に向かっています。その一つが電気自動車、インフラや生活様式のメリット、デメリットを分かる範囲で解説お願いします。さて、今日の話題でも少しだけ、小泉環境大臣の話をほんのちょこっとしましたが、これに関連して、脱炭素志向に向かってますっていう、この話題につながってきますよね。で、日本の場合だとですね、これがなかなか難しいと。例えば、海外の場合だと、例えば原子力発電所があって、原子力発電所プラスアルファとして自然エネルギーだけでやってますよ、みたいな国っていうのは、脱炭素という意味では一番良いと言われています。例えばスウェーデンなんかは、原子力発電所プラスアルファ水力発電所みたいなんである程度やってますよと。で、これ一体何がいいかっていうと、人間の活動っていうのは基本的に日中行われて夜は、少なくなるものです。で、原子力発電所っていうのは出力の増減っていうのがある程度一定なので、とりあえずそれを動かしておいて、夜になったらみんな使わないんで、水をどんどんと引き上げるのに電力使って、そしてお昼になったら今度はその高いところに上げた位置エネルギーっていうのを、下に下げるときに、タービンを回して発電しましょうねっていう形で、やりくりするっていう。ある意味、脱炭素という意味では、それがいいよねっていう話にはなると。でもそれ日本でできるのって言われると、いや、日本だとまず原子力発電所を動かそうと思っても動かせないし、そして地震が来たらボーンって吹っ飛んでしまうっていうのが福島原発で問題になったと。で、その後津波対策、地震対策強化しましたけれども、結局その対策費用っていうのがとんでもないことになってますし、その後の廃炉のお金にもものすごいお金かかりますし、さらには放射能の核廃棄物についての処理についてもちゃんと目処が立ってませんよっていう中で、この中で原子力発電所を新設するっていうのはもう政治的には不可能ですよという状態なので、日本だとこういった海外みたいに原子力発電所プラス自然エネルギーだけでなんとか終わらせるっていうことはできませんと。私自身は今ある原発については動かすべきだというふうに考えています。というのも、今あるものについては対策したんだから、ここから廃炉するまでの間使いましょうよっていうのは、それは認めるべきだと思います。これ全部やめてしまうと何が起こるかっていうと、なんだかんだ言って自然エネルギーは頼りにならないので、火力発電所ガンガン増やしますよっていう話になって、そうすると、海外からまたボッコボコに叩かれるみたいな話に戻ってしまうので、こんなのやっとられんわっていう話になってしまうと。かといってさっきも言ったように原発っていうのはもう新設できませんよっていう段階なので、このままだとですね、日本にとっては非常に悪いことが起こると。何が起こるかっていうと、海外の勢力が何を考えているかというと、この脱炭素社会っていうのを実現していないような国からの商品っていうのは、カウナ的な運動につながってくるわけです。で、そのことが一体どんな形で現れているかというと、トヨタの社長がこのままだと日本っていうのは脱炭素社会じゃないことを理由として日本製品が排除され、そのために日本車っていうのが日本製造をして、輸出するというビジネスモデル自体が破綻する危険性があるっていう話をされています。
これはですね、環境負荷が高い国で作られたものっていうのを、海外はこれを拒絶するっていう考え方が少しずつ出始めていますよ。そしてそれを主導しているのがヨーロッパですよっていうふうに言われています。ヨーロッパっていうのはそういった意味では自分たちは、まず風力発電がしやすい、非常になんていうかな、読みやすい風の向きと、そして台風が来ないし、そして地震も少ないし、そして原子力発電所についても、まあ今あるものは使っていこうっていう普通な考え方を持っているので、まあ日本に比べればはるかにまあ自分たちにとってはやりやすい、いわゆる自分たちに有利な土壌に日本を引き込もうとしているというところですね。それに比べると日本っていうのは、この自然エネルギーっていうのはまあ非常に使いづらいと。風力発電をしようと思ったら台風が来て、風力発電用の羽が吹っ飛んでしまったとかですね。まあそういったことが、まあ日常的に起こってしまうわけです。そして太陽光発電なんていうのは、もちろんこの天気が非常に安定している地域だとこれ最強なんですよ。まあ例えば宇宙で発電してまあ地上に下ろすっていうのが理想なわけですけど、まあそれは今はちょっと難しいので、今だと例えば全然雨の降らないまあ、砂漠的な荒涼とした大地に誰も住んでない、自由にできる土地がもう見渡す限り広がってますみたいなところにソーラーパネルをバーッともう一面並べて、さあ、これで発電しましょうねって言ったら、別に雲も出ないからもう太陽が出たらもう太陽が出っぱなしでずっと安定して発電できますよっていうところだとこれいいんですよ。でも日本の場合だとそれできませんねっていう話にはなるわけで。だから海外の事例を見てそんな簡単にうまくいくなと思うなよ自然エネルギーっていうのがまあ日本の状況なんですよね。で、この土俵に立ってしまうと日本は非常に厳しいので、さっき言ったみたいなまあ未来技術にかけるっていうのが私はまあなんていうかな、まあ笑われるかもしれないけど必要なことだと思っていて、まあ今言ったようなまず宇宙空間にソーラーパネルバーって広げてそれをですね、まあ変換して地上に打ち下ろしてそれを充電して、使うみたいなパターンとかですね、それこそ核融合発電についても、お金かけていきましょうねとか。で、そういうのがもうそれこそ30年、40年、50年先だっていうのを考えたらそれまでのつなぎとして、地熱発電使いましょうであるとか、もしくは波力発電ですね。まあ波の力であるとか、そういった、なんていうかな、もうちょっと何か海外からの当たりも厳しくなくて使えるものっていうのを開発するしかないんじゃないかなと思いますけどね。なので、基本的には、なんとか他の国から文句を受けない形ででも実用的な自然エネルギーっぽいものを使うみたいな、いう形で、なんとかこの数十年間を乗り切った上で、その後はもう万々歳みたいなことになるような、逃げの政策を打たないといけないと思いますね。まあ、地熱発電ですね、日本だと。双雲峡さんが言われてますけど、日本っていうのは結局下の方に掘っていけば使えるものがあるわけなので、それをですね、もうちょっと有効活用してもらわないと。で、そのためには初期費用はかかるんだったら、それこそ国の予算でガンガンつけてそこをやりなさいよというところですよね。そうしないとトヨタが今みたいに火力発電が多いことを理由として日本からの輸入車は許さんみたいなことを EU が言い出した時にビジネスできなくなるからって言って工場を海外に出させるようなことにはいわゆる政治的な敗北なので、これはなんとか防ぐ必要があるなと思いますね。ちなみにですね、ソーラーパネル宇宙に並べたらそれが兵器になっちゃうじゃないかっていうのは、まあまさにその通りで、そうすることもちょっと横で考えておくっていうのはまあ大事なことですね。平和利用しているものがある日とんでもない兵器に変わるよっていうのはですね、まあ十分あり得るわけなんですけども、そういったものをしない前提ですよっていうのを言いつつも実際に検討することができたら、これはとっても後で役に立つ可能性あると思いますけどね。まああと、私のチャンネルの中では地球温暖化問題かっていうような話は基本的にはしてません。というのもですね、私は気候変動っていう表現をしてます。だいたい地球の温暖化なんていうのも結局その後やってくる地球の寒冷化についてもですね、どっちかっていう話ではなくて変動していることが大きな問題なんであって、暑くなるか寒くなるかっていうその極端にどっちかに一辺倒に決めつけない方がいいと思いますね。どっちにも対応できるように。それこそ次にやってくる小氷河期のために備えることも考えないといけないし、目の前に起こっている例えば
都市部におけるゲリラ豪雨の原因となっている温暖化現象であったりとか、海水温の上昇なんかについても、これが永遠に続くものじゃなくて、ある日逆転する可能性もあるよっていうことを見据えた上での、対策も両方どっちも必要なんじゃないかなと思いますね。よいしょ。というわけで、そろそろこれで、大体あらかたなところ、皆さんからの書き込みについては、お話できたんじゃないかなと思いますけれどね。桜前線についての話なんですけど、桜前線ってそんな話題今するなんていうことも言われるかもしれないですけど。やっぱりですね、桜っていうのはいいもんですよね、本当に。もうのんびりと花見もしたいものでございます。はい。あと、兄さんの書き込みご紹介しましょうか。私の県で夫婦別姓が県会議員で行われ、反対が多数で可決されました。私の個人的には夫婦別姓は反対です。皆様はどう思われますか？上川さんはどのようにお考えですか？というわけで、ここ最近ですね、この夫婦別姓、選択肢夫婦別姓っていうのについての議論っていうのがなんか盛り上がる気配を見せております。なんか新型コロナウイルスの問題の時になんかそれと絡めての話がなんか盛り上がってなんか不思議な光景だなって思いつつも、ただ選挙が近づいているからこそこういった話題も盛り上がるのかなっていうふうにも思いましたよね。で、私自身はですね、もう、動画を見ている方はある程度乗り越えられたんじゃないかなと思いますけど、私自身はもう性別や、もしくは私自身が別に人間である可能性とか、そういったものについても、特には、なんていうかな、もう、従来のっていうと変だけど、いわゆる一般的な普通の人ではもうすでに私はあんまりないと思っているので、あんまり参考にならないんじゃないかなと思いますね。例えば私自身はですね、もう自分の生まれてきた性別についての肉体っていうのが、永遠である必要はないというふうに最近思い始めていて、それこそ現代の科学技術っていうのが、全体のレベルで言うと、もしかしたら100ある絶対値から言えば1ぐらいあるかないかなっていうレベルだとして、その中においても少しずつ上がってますよ。でも、もっともっと科学が発展していけば、それこそ肉体の入れ替えであるとか、人造的な肉体、もしくは肉じゃないもので、いわゆる機械的なもので、入れ替えることができるかもしれないし、人間の人格ものについても、アップロードできるような時代も来るかもしれないと。そういったことまでは全然言ってないわけなんですけど、100年も経ったら別にそんなこと技術的に全然可能だよみたいな時代が来るかもしれないと。そういうような考え方も私自身持っているので、あんまりこの話題について私が話しても、それあんまり一般論じゃないよね。一般論っていうか、みんなの受け入れられる案じゃないよねっていうふうにはちょっとなってしまうかなと思いますね。で、個人の選択っていう意味で言うと、強制されるものではなく選択肢として存在しますよっていう形を作ること自体には私は別に、反対しません。で、一番怖いのがやっぱりどっちかにしないと許さんみたいな話になってしまうと、ちょっと落ち着いてっていう話にはなりますよね。そもそも論で言うとどこまでの時代の流れっていうのに即したものにするかっていうことですね。例えばですね、私自身の自分の先祖のことについて調べたことはないんですけれども、少なくとも私自身の親を多分辿っていけば、そのうち数世代もいけば名字がなくなると思います。名字がなくなるっていうのはどういうことかっていうと、昔の人っていうのは名字がそもそもない人の方が普通でした。一般的なところで言うと、それこそ、貴族階級であるとか武士階級であるとか、そういった人たちっていうのが基本的には、性別じゃないや、名字があって、で、その下に名前があるっていう、いわば家思想の元となるものですよね。で、多くの人たちにとってみれば、そもそも、何々村の、何々さんっていうような形で、個人の特定するものとしては名前しかなくて、名字がなかったわけです。で、時代的に言うと、日本の文化っていうのはほとんどがそうだったわけです。
個人の名前はあるんだけど、名字っていうのはほとんど持たない人が一般的でしたよっていうのがあって、日本の伝統文化がっていう話になってしまうと、ちょっと待ったっていう話になってしまうわけですよ。本当の意味で名字がある人たちっていうのは、ある意味、特権階級だったわけです。このことを、現代に蒸し返しちゃうのっていうところは絶対に必要なっていうか、なんていうか、触れてしまう部分があるので、なので、確かに、その、皇室のこの制度を守るための話から言うと戸籍制度っていうのは必要なんだけど、一般人のレベルで言うと、日本の伝統文化に基づいて言えば、あんたたちのほとんどは名字なかったんだよっていうのが当たり前だった時代があって、まあそういった意味では日本人っていうのは、伝統文化から言えば名字なんてほとんどの人が持ってませんでしたよっていうのを本当の最初の意味では基礎知識として持たないといけないのかっていう、まあそういったところにもなるのでね。で、現代の話にやっぱりそういった意味では、フォーカスし直す必要があるのと、問題を切り分ける必要があるっていうのがあって、まず誰が誰の子供でっていうその系譜それ自体はもうデータ化して残していくっていう意味では、まあ戸籍制度については必要ですよと。で、そのために作ったのがマイナンバーじゃないと意味がないでしょと。そもそも名前っていういわゆる記号をつけた段階で人間っていうのは一人一人が管理されてるわけです。で、それが数字に変わった途端に、問題ですよっていうのではなくて、問題が、漢字とひらがなの混じったものから数字に変わったとしても、それが本質的に問題ないものでないものにしないと、いわゆるシステム的におかしくなるわけなんですよね。よいしょ。だから戸籍制度そのものについては別に残せばいいし、それに見合った現代版のシステムっていうのを組み上げた上で現代の、社会システム、通念上の、文化と相互の相じないように整えればいいだけだと思いますね。まあ家制度そのものについてはね、そもそも言うと、もうこれも時代の変遷から言うと、それこそあんまり日本の歴史から言うと、まあ短いというか、一部の人たちだけのものだったものなので、皇室を守るためですよって言われれば、それは守ればいいと思うし、それ以外の部分についてはある程度柔軟に変化させていくことは、まあ現代に、まあ必要なんじゃないかなと。ただし、この人々の暮らしに、まあ、根付いている部分なんで、それこそ、話し合いの議論っていうのがですね、短くする必要は全くないんですよね。ものすごく、まあ50年とか100年とか議論ずっと続けていくようなものであっても問題ないと思いますね。昔はほとんどの人が名字なかったんだよ、そうだよねっていうような時代からですね、急に明治政府が、はい、お前らみんな名字から作ってね、そこから、自分たちの家っていうものを認識しなさいねっていう概念の発生があったわけですよね。で、そこから、みんなが名字があるのは当然だっていう思う時代がやってきたわけなんですけど、それを変えるんだったら、同じようにですね、ゆっくりゆっくり議論した上で決めればいいと。何も急ぐ必要はありませんというふうには思いますけどね。まあ私自身、この上川薫という名前もですね、別に自分自身がつけたものなので、まあ自分の名前もですね、名字も、例えば親からもらったものっていうのが当然あるわけですけれど、まあ私自身の感覚としてはもうすでに、自分のつけた名前の方に、私の心と体は染まっているように思いますね。まあそういった意味では、あまり一般的な人間の考え方じゃないよっていうことは、皆さんご理解してください。で、私自身がたとえ国会議員を目指すっていうこの動きの中でも多分この夫婦別姓問題について何か言及すること多分ないと思いますね。まあ私自身がそうやってみんなのためにこうした方がいい悪いっていう考え方っていうものをまああまり主眼に置いてはない。どっちかっていうと国防であるとか国家戦略の部分みたいな、まあそういったどちらかというと大きい話の方が、好きな部分が大きいので、あまりこの夫婦別姓問題でこっちの方で眼線を押しまくってやるぜみたいなそういった活動っていうのはあんまりしないんじゃないかなと思いますからね。そこはそれを専門にしている人たちっていうのがやっぱりいて、その人たちの間でまあ議論をしていただいてっていうところは思いますよね。
まあ私自身この上川っていう名前なんでなったかっていうのは、もうすでにその起源っていうのもあんまり思い出せない部分ですよね。まあ上川町っていうの町はあるのは間違いないんですけれども、あと私とこの上川薫さんっていう人物も現実には存在します。いつだったかな、ネットゲームをしていた時にですね、銀行の窓口業務をしている女性がいて、まあその人が、今日上川薫さんっていう人がですね、窓口に来てびっくりしたっていう話をして、そういうこともあるよねっていうね。まあその時は私は上川薫っていう名前で普通にまあゲームをしてたわけなんですけれども、まあその時に、現実世界でもいますよって言われて、びっくりしたなっていうのもありますけど、まあ別にそんなおかしな名前っていうか、まあ存在しないわけではない名前なんですよね。まあちなみに私が住んでいた鳥取県には上川町はありません。上川町は確か兵庫県の上川町だったような気がしますね。まあでも、いいんです。まあ私自身が自分の名字も名前も作ってしまって自分につけて、それになんていうかな、体を寄せている部分もあるので、まあ結局、名前っていうのはその人の人格を作るものっていう意味で言うと、まあ自分自身で名前をつけるのも名字をつけるのも私自身はそんなにまあ悪いことだとは思っていません。で、そういった意味で言うと、まあさっきの話もつながりますが、私自身も別に今の肉体に特にまあこだわりはないので、科学技術が発展している時代であれば、まあ多分乗り換えるとか、まあそういったことも実際に行っていただろうなと思います。まあ今の科学技術的に言うとそれは全然なしの話なので、まあそういったことはしてないんですけれども。といったわけで、まあちょっと23時30分と、まあそれなりに時間が経ったので、今日のところはこの辺りにしましょうかね。ポチッとな。はい、というわけで本日の生放送はこの辺りで締めようと思います。まあ今回はまあ生放送に伴って私の顔も出すよっていうのをまあ以前とはちょっと違ってまあテストとして行いました。これが定着するかどうかっていうのは全く断言はしません。やってみたけれど、あんまり意味なかったな的なものになるのか、それともやったことによって効果っていうかまあ見ている人の評判がいいか悪いかとかまあそういったものを見ながらまあ取り入れるかどうかを行ってまあこれからと考えてみます。まあ何にしてもですね、やってみてさあどうかなっていうの、まあやってみないとわからない部分があるので、やった上での反応を見つつ、まあ次回の生放送の時に、まあ今まで通りのスタイル。まあ例えば私は顔一切出さないで声だけの出演で、まあウィンドウを見せる。まあこういったニュースありますよといったような形で展開していくようなことにするか、もしくは、まあ画面の隅っこになんか丸で抜いてその中に顔を当てはめますよみたいな、まあそういったものにするかとか、まあいろいろな手段があります。例えばゲーム実況なんかを見ると、それこそゲーム画面がバッとあって、その上で、プレイしている本人の顔が、右下ぐらいにちょこっとあるみたいな、まあそういったものもあるので、そういった方法とか、まあいろいろな方法があります。どんな方法にするかについても、まあこれから考えながら、まあ試してみたりして、まあ反応を見ながらっていうふうに考えています。というわけで、皆さん。ちょっと待ってくださいね。中川健さん、スーパーチャットありがとうございます。お疲れ様でした。ということですが。山下秀樹さん、性転換するのということなんですが、まあ多分性転換はしないと思いますね。ただ性転換はしないけど、もしかしたら、全く違う方向で2つになるかもしれませんとかね。もしくは無性生物になるとかね。まあパターンとしては、まあいくつもありますよね。そこで上川さんのパラパラみたいな。パラパラですか？パラパラはちょっとやりたくない。雨の中の熊さん、上川さんがアンドロイドでないことは分かりましたということですね。いや、もしかしたらここ首パカッと外せるようなこともできるかもしれないですよ。高木久美子さん、お顔が見れた方がいいなということですね。ありがとうございます。まあ、始まりと終わりだけとかね。まあ、いわゆる、ここだけみたいな形、まあ、そういったものもあるかもしれないですね。丸塚さん、ワイプ、そういうパターンもありますよね。レンさん、顔が見たいですっていうことなので、まあ、ちょっとだけ見せるよみたいな形もありかもしれませんね。
招き猫さん、顔出しでライブやってる人結構いますよ。酒飲みながらやってる人もいます。いますよね。それが、なんていうかな、それで、なんていうか、受け入れられるっていう、なんていうか、個性っていうのがあると思いますよね。人によってはそれが、なんかグダグダしてるのっていうパターンもあれば、それこそ、キャンプ動画で焚き火を映して、その横でちびちびお酒を飲んでいて、それが何十万人という人に受け入れられる人もいますし、逆にそれを全く見られない。それこそ、再生回数で100回とか200回行くか行かないかみたいな人もいますからね。こればっかりはやってみないとわからないっていうところですよね。といったわけで、本日の生放送はここまでとしようと思います。最初から最後までおられた方っていうのがいたら本当に嬉しいですね。こういった生放送については、見ている時間以上になんか短く感じれば、私としては結構成功だったと思っています。というわけで次回は生放送ではなくて、おそらく動画だとは思いますが、そちらの方でお会いしましょう。それでは皆さん、おやすみなさい。またね。画面帰るまでのちょっと時差あるよね。ポチッ。